チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。永遠なる虚無よ、囚われし者の声を聞き届けたまえ。この永劫の孤独を断ち切る呪いを我に与えたまえ。死によって禁じられし栄唱に耳を傾けたまえ。我が魂と異なりし者よ、我が体を動かすがいい。我が魂と異なりし者よ、我が精神を動かすがいい。この苦しみの先を見通す眼我に授けよ。我が誇り、我が悲しみ、我が鎖よ、力と英知と復讐に変えるため、我が魂と異なりし者よ、我が魔法を犯すがいい。我が魂と異なりし者よ、我が意志となれ。はい、皆様こんばんは、こんばんは。聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは、カラスマ100です。皆様ご視聴いただきましていつもありがとうございます。本日は占い師 V と読む追放魔女のタロット SF ザコズミックホイールシスターフットの第7回ということで、追放された魔女を操作し独自の占いタロットデッキをデザインして物語を進めるアドベンチャーゲームコズミックホイールシスターフット初見実況をプレイしていきたいと思います。自傷行為などのセンシティブなテーマが含まれますので、視聴にはご注意ください。ということで本日も音原風花さん一緒によろしくお願いします。はい、ご紹介に預かりましたスカーレット・クロワルツピンクの方人権派の占い師系魔法少女音花風花でございます。こんばんもどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。いつものことなんですけど、実況内容に政治的主張や思想が含まれる場合がありますので、視聴の際はあらかじめご了承ください。あと、謎解きやストーリーのネタバレや指示等はお控えいただきますようよろしくお願いします。チャット欄、コメント欄のルールを守ってください。ということで、今日
今日も始めたいと思うんですが、ちょっと前回も言ったんですけど、始める前にですね、ちょっと署名等のご紹介をさせていただきたいと思います。はい。ですね、安倍晋之助氏の家庭内暴力防止プログラムの受講とその家族へのケアの提供を読売ジャイアンツと読売新聞等々に求めますということで、こちらのですね、家庭内暴力に反対する署名が2235筆になりました。皆様ご協力ありがとうございます。素晴らしい。はい、ということで、生姜さん、来ていただいてありがとうございます。署名の立ち上げも本当お疲れ様でございました。ね、ありがとうございます。概要欄の方にですね、リンク貼ってありますんで、よかったらチェックして、署名の方ご協力よろしくお願いいたします。ですね、私も一応連盟として微力ながらに拡散お手伝いさせていただいております。よろしければ皆様もですね、ご賛同と拡散のほどよろしくお願いいたします。12万筆に勝ちましょう。はい。はい。はいということでよろしくお願いします。あとですね、ね、今月プライド月間ということで、来週12日にですね、すみません、金曜日に、ディスコードメンバーの方と、カラスマトークスペース特別編プライド月間に話したいこと、伝えたいことという企画を考えております。LGBTQ プラスに関することについて、当事者の方、あらゆる方を問わず話してみたいことがあることですね。カラスマと話してみたいことみたいな人も、よかったらですね、ファンディスコードの方、下の方にありますんで、そっちからですね、クリックしていただければと思いますので、ぜひご検討のほどよろしくお願いいたします。はい、楽しみにしております。果たしてカラスマ100とどのような、ね、会話を皆様が繰り広げてくださるのか私もその日はねリスナーとして楽しく、ね、ご参加させていただこうかなと思っております。そしてチャット欄にすごく大事なことが書かれておりますね。最近署名のね素晴らしい署名の立ち上げというのをいくつもお見かけするんですが、はい、画像にね生成 AI で作ったであろうものを使われている場合、その生成 AI から生まれた画像とか動画自体が権利侵害で人権侵害なので、そのせいで賛同できないよっていう方が多くいらっしゃいます。やはりそういうところもね、権利関係的にもクリーンに健全にやっぱ人権を踏みにじらない、ワンイシューで誰かを踏まないっていうことを意識してでですね、ぜひ生成 AI は使わずにね、クリーンな権利関係で、クリーンに対等に正当な報酬をね、対価をお支払いする社会がいいなと思いますので、ぜひそのあたりもね、ちゃんと、健全化していけたらなと思います。我々も生成 AI は画像全然使ってないので、私が頑張ってサムネ作っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ということで、署名には、生成 AI は使ってないということですので、よろしくお願いいたします。はい。ということでですね、お知らせありがとうございました。早速ゲーム本編の方入っていこうと思います。署名の後、ガルジットですね。はい。よろしくお願いします。ということで、続きから始めていきます。前回はですね、いよいよ第6章、最終章に近づいてきてるかなというところで終わっておりましたので、おそらく最初イベントシーンになるかと思います。はい。はい、スタートします。第6章、競争。魔女のあれって感じは確かにするかな。何でしたっけ、ワルプルギスか。ワルプルギスの夜っていうノリなんですかね。はい。夜でそういうなんか騒ぐとかお祭りとかっていうのを魔女で出されるとそれを思い浮かべる。さて、最低者なら私かな。ここでお待ちください。すぐにユーエニアがいらっしゃいます。ここはどこ？私は死んだの？いえいえ、死んだなんかいませんからご心配なく。私の口から多くを語るべきではないのですが。どうして？そういう規則なので。今こんな風に言われてもピンとこないでしょうけど、あなたにとっても幸運なんですよ。ユーエニアはものすごく優秀な魔女で、
彼女以上の導き手は望めないほどです。え？どういうこと？あ、いや、喋りすぎましたかね。とにかく心配はしなくて大丈夫ですよ。私はもう行きますから、どうかおくつろぎください。でも、それでは、おくつろぎください。あ、動かせる。フォルトゥーナさんがこれ人間から魔女になったばっかりの頃ってことなんですかね。でしょうね。おそらく海に入っていて焼成した直後という感じでしょうね。なんですかね。腕をね前に組んでるから手錠をかけられてるのかなと思ったんですけど、違うよね多分。いや多分なんか不安げに手をあれしてるだけではないでしょうか。ちょっとドットが小さすぎて見えないんですけど、そうなんですよね。で別になんか怒られてるわけでもないし、だから罪人ではない。であとただちょっと嬉しかったのが、最低者さんの肌の色がブラウンブラック、まあバイポックっぽかったですね。はい、やっぱ肌の色がね全部まあベージュ、明るめのベージュばかりっていうゲームも多い中で、きちんといろんな多様な姿が見れるゲームっていうのはすごく素晴らしいなと思います。はい。いいな、見たことのない星座なんて素敵。見たことのない星座だ。私は一体どこにいるの？暖かい。落ち着くな。素敵な場所。こういう場所、別荘としてエヴァたちと借りたらいくらくらいするんだろう。もう二度とみんなには会えないのかな。やっぱり小生直後っぽいですよね。ぽいですね。椅子に座ればくつろげるってことで話が進むのかな。おくつろぎくださいか。服がまだ濡れてる。なんで水着の中にこんなに砂が入ってるの？しまった。キッチンカーの鍵を持ったままだ。エヴァとお姉ちゃんが家に帰れるといいけど。こんな不安な状況に置かれててもやっぱりお二人のことを心配なさるんですね。そうですね。だから自分が死んでいるのか生きているのかもよくわかんない状況なのかなっていうふうにちょっと思いましたけど。はい。で水着の中に砂ということは、やっぱ沈んだのか、引きずり上げられてる時に砂が入ったのかかな。そうですね。どのタイミングで、でも遺体は見つからなかったって言ってましたね、前回の。だからパトリスさんもああやって復活してるから、亡くなった瞬間に魔女になってボーンとなんか上に打ち上げられてるのかなイメージとしてはよくわかりませんけど、宇宙の引力的な感じでスッとこう引き上げられてるのかもしれないですね、魂と肉体を一緒に。不思議。なんだかタロットが読みたくなるような場所だな。これまでに嗅いだことのないような匂いがする。自然と運命と可能性が混ざり合ったような。重力の感覚も違う。体が軽い。私の精神が乾いた殻をゆっくりと脱ぎ捨て、新鮮な空気を取り込み始めているような、そんな感覚。この震えは恐怖じゃなくて喜び。やだ私帰りたくないかも。可愛らしい娘だこと。大丈夫。私はあなたの味方です。鹿の魔女ですか？ユーエニアが参りますっ
って言ってましたよね。言っておられましたもんね。で、今まで名前出てなくないって思ってたんですけど、多分新キャラですよね。見たことないですよね。はい。鹿さんは、カードにあったかな、シンボルかアルカナにあった気がするんですけど、ユーベニアさん、多分いらっしゃらなかったと思う。いないと思います。うん、名前も初ですよね、多分ね。初登場ですね。ね。ちゃんと足が、動物の。そうですね。あれ鹿の足でしたね。素敵。うんうん。地球から来たのね。地球人は焼成した際にどこの民より混乱する。あなたたちが共有する意識はとても限定的で、その社会は他に類を見ぬ強さで魔法を拒絶しているから。ゆっくりと受け止めなさい。これはあなたにとって良いことなのですから。しかもええ、その通り。人間の魔女たちは私の一族を鹿の民と呼ぶ。そしてあなたも人間の魔女なのですよ。ああ、いいですね。人間がそう、中心というわけじゃなくて、ちゃんとそれぞれの種族でこうお互いにリスペクトし合って、それぞれが存在しているって感じなのかな。そうみたいですね。これ現実なの？ええ、喜びなさい。あなたは昇生しました。怖がらなくてよいのです。私怖くない。だってこれは私の人生で最良の日だもの。戻った。サイクル？サイクル？何それ？なんだ？てか初アングルですね。初アングルですね。てかやっぱダリアさんかっこいいですね。戦闘民族って感じしますね、本当に。はい、だが火事であり、戦士であるダリアさんをよく表した子ですし、だからやっぱこう地球的な感覚ですよね。パトリスさんとフォルトゥーナさん、やっぱり地球から上がっていった方なので、やっぱちょっとこう地球的な服装をしている。こういうところの文化の違いも面白いですね。なるほどな。さあ、宇宙を支配する準備はいい？パトリス司令官、状況はどんな感じ？準備は万端だ。投票日も告知された。今から32サイクル後だ。気分はどう？ダリア。爆発寸前よ。エネルギーが溜まりまくってる感じ。標的を与えてちょうだい。粉砕してくるから。比喩としてってことだよね。基本的にはね。でも必要ならデーモンの10体くらいは相手にできるよ。それはすごい。じゃあ始めようか。まず古文の反応を確認する。各候補の方針は公開され、魔女たちはこの選挙に対するそれぞれの考えをまとめ始めている。そしてその魔女たちの心は夢見の玉で覗くことが可能だ。つまりこれを介することで古文全体の願いや期待を現在進行形で把握できるってわけ。情勢調査みたいなことができるんですね。ことか、まあでもだからといって言ってることすべてに答えようとすると風見鳥になるので、その辺をJAXA がその生きるために必要としていることに耳を傾けるのは必要ですけど、ね、
何々人を追い出せっていう市民の声は聞かなくていいので、はいそういうことですよね、それにより誰にどれだけの票が集まるかも可視化できる。データの魔術ってわけね。それってかなり高度な代物よね。おー、投票予測が出た。一応買ってる。一応でも一番やばい勝ってるんですね。ええでもギリギリだな。はい。恐ろしいのってジャスミンさんとサイプレッサさんどっちも保守なんですよ。そうですね。だから票が上乗せされると、うん。そうなんですよね。なのでサイプレッサが通らないとなった時に、じゃあジャスミンって言って動く可能性があるので、うん。このぐらいの票差だと全然喜べないですね。やばいぞ。そうですね。はい。やばいぞ。さて、展開に合わせて戦略を調整するための重要なツールになるはずだ。私たち、そして他の候補者たちがするあらゆる行動は古文の魔女たちの感情に影響を及ぼし、それに応じてこの数値も変化していく。数値カテゴリー別にも表示できるように思考のルームを追加しておいた。やっぱパトリスさん頭いいというか資料深いというか、やっぱ視野が広いですよね。すごいです私バカだからって言ってたけど全然違うじゃん。ダリアさんもですけどはい。ね、まあ謙虚っていうことなんでしょうかね、やっぱもっと上を知ってるというか。ほら、触って確かめてみるといい。各グループの性質についてしっかり頭に入れておくようにしな。分かってる。私もこれに備えて古文の歴史や各グループについても勉強したんだから。偉いに、ちょっと政治家さんたち見習ってくださいね。はい。私を腕力だけの女と思ったら大間違いよ。それは何よりだ。俺というな、チームの預言者としてあんたもこいつは学んでおいた方がいい。幸い私は古文の書物の管理人をやってるしね。各グループの分析もして書き出しておいた。本棚に置いておいたから時間がある時に読んでおきな。いや、これは普通に読まなきゃダメだろ。はい、どうもありがとう、お姉さん。そう。いや、本当に感謝ですよ。これ、なんかやっぱこういうちゃんと、なんか、己の得意分野でしっかり、適材適所で支え合ってるグループって、やっぱ見ててすごく気持ちがいいですよね。そうですね。うん。なんか、やっぱりチームだけだったらね、うちが一番優秀な気がするんですけど。いや、それはそうでしょ。まあ、ただそれだけで勝てるないのが選挙だからな、という、はい。そうなんですよね。ジャスミンさん側とか、サイプレッサさん側には、変化を望まない方だったり、権力を誇示したいというか、変革が怖い方々が集まってるので、その方々の恐怖を取っ払うためにどうすればいいかってところを考えるの。いいのかな、お姉ちゃん、どうもありがとう。いいってことよ。では具体的にどう進めていくかだけど、ある程度ある系の身である以上、外で行動することはできない。だからあんたには、ここでチームの管理を担当してもらう。私よりもっと適任がいるんじゃないの？私たちは外に出てイベントに従事したり、支持者を集めたりするので忙しくなる。私たちがスケジュールの心配をせず目的に集中できるように、誰かが全体の行動を把握して、やるべきことを指示する必要があるんだ。あんたはとても頭がいいし、勘も鋭い。立派にやり遂げられるはずさ。信頼いいなああんたならやれるよ、フォルコ。
じゃなくてフォルトゥーナ。わかった。やるよ。やればいいんでしょ。投票者の傾向を把握し、私たちへの票が増えるように行動を指示してくれ。取れる行動としては、私たちの方針のアピール、協力者を探す、情報収集、それにデッキが必要になった時に備えてのエネルギー収穫なんてのがあるかな。一つの行動には3号サイクルの時間を必要とするから、それを踏まえて行動を指示するんだ。じゃあ7回ぐらいしか行動できないってことこれ。厳しい。マジか。多分3で区切っていっちゃうと多分大きな動きじゃないですよね。だからそこのサイクルの計算もしつつ、どうしよう、私フォルトゥーナさんと違って数字に弱いんですけどまあ大丈夫、うちにはカラスマ100がいるのでね。いや、はい、とりあえず今だって5で割ったらだって 6.2 6.5とかでしょ。だからあまりを3で埋めていくって感じになるのかなって思うんですけど、そうなるとちょっと厳しいな、なんか今まで時間制限とか一切気にせずこのゲームのんびりね実況してまいりましたけども、初めてですね、なんかこういう明確な時間制限みたいなのがあったっていうのは。そうですね。ただまあ行動しない限り多分時間消費はしないのかな、さすがに。そうですね。多分指示を確定してから動くっていう、なんか多分軍略ゲーム的、軍略ゲーム良くないんですけど、まあ多分、それなんかこう指示、野菜を育てるゲームとかでも、植えてからまあ何週間後に育つみたいな感じの感覚なのかなと。でね、はい、あとね、選挙に必要なことは、自分たちの政策のアピールと、協力者探しと、そういうね、あれであってスマホ農場を使って相手のネガキャンをすることではないので皆さんそこはねまあお分かりだと思うんですけど、選挙にネガキャンとかスマホ農場とか AI 生成動画とか誹謗中傷必要ないので、はい、そこはねちょっとリアルタイム残念なことにリアルタイムなのでちょっと言っちゃいますけど、はい、はい、ね、はい、よろしくお願いしますよ。はい、そうですね。パトリスさんが、ここにはスマートフォンがあるんだみたいなね。これで投票して、AI をとにかく動かすみたいなことを言わなくてよかったなと思います。いやね、ジェスミンとサイプレッサの弱点を、なじるようなネガキャン動画を作るんだよって言われたら、もう一気に冷めますからね。もう実況やめようってなるでしょ、だって。これは都市伝説解体センターじゃないってそうですね。そうですよ。ね、私秘書から怒られましたよ、キレられましたってね言ったところでちょっとだからなんだよって話でしょっていうふざけんなとこなので、いやそうですよ。まあなのでやっぱ健全な選挙をねゲームで味わって好みに染み込ませてとか刻みつけてリアル選挙にも活かせたらいいなと思ってるので、はい、ぜひ皆様、はい、一緒に戦ってくださいね、はい、よろしくお願いします。次の区長選投票に行きましょう。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい。了解。でもみんなが出かけてった後は何してればいいよ。そうだな、自分が必要だと思うことをしてればいい。これもでもやっぱフォルトゥーナさんを信頼してるから言えることですよね。本当に、勉強してもいいし、カードを作ってもいいし、リラックスするために自行為にふけってもいい。お姉ちゃん、効果て決めんよ。私を信じな。まあでも実際にセルフプレジャーはね恥ずかしいことではないので、そうですね、それはそこにスティグマ持ってる特に現代の日本社会はそこになんかね後ろめたさとかなんかこう間違った知識とかが多いので、それはやっぱだからちゃんと性教育の敗北がねあるのでちゃんとしてほしいですね。やっぱ自分の体を大事にできないと他人の体なんて大事にできるわけないし、自分の意思を尊重できないなら他人の意思も尊重できないので、そこはねやっぱちゃんと教育現場
がね、もうちょっと健全化して、そこにきちんと、性教育も含まれていけばいいなと思ってます。はい。はい。ね、本当に原因なんだから。競争が進む中で協力者となり得る存在や他の候補者がここを訪れることもあるはずだ。だからそんなに時間を持て余すことはないはずだよ。忙しいな。じゃあいいかな。何か質問は？さっさと始めましょう。危うく忘れるとこだった。フォルトゥーナ、あんたにこれを渡しておくよ。父のエネルギー。自らの成長と自己実現、すなわち自分自身。最初の方に。あれですね。何を大事にするかですよね。多分なんか愛とか、なんかこうなんとかなんとかなんとかのうちの確か自分自身を選んだ気が。そうですね。はい。自分軸って言って選んだ気がするので。ここで来るか。ここで来るのか。確かにこれだけまだね、達成してなかったですよね、確か。まあ、あとはラスト火の代償がどれだけみんなが苦しむかですけど、とりあえずは。去年私は有力物質に関する古文の文献や名約書の整理に多くの時間を費やした。その中にあんたのことを思い起こさせる物質が一つあってね。ほら、自信の根だ。こいつを飲めばあんたの説得する力が増加する。ありがとう。こいつはあんたのお腹の中で何十年も生き、意志の力のエッセンスを一つ一つ解放し、さらに自らを疑う心も吸い取ってくれる。それ大丈夫なやつですか？なんかだいぶ心配になってきた。体内で育てるんだ。いや、まあ魔女次元で言えば多分普通なのかもしれないですけど、だってやっぱ土なので根っこなんだろうな。そこに根付く。そうなんですよね。やっぱいろんな魅力あると思いますけど、土の魅力っていうのはぶれないこと、地に足ついてるっていうのが魅力なので、それをすごく表したものかなと。やっぱ自分自身の自信が揺らぐっていうのはやっぱりこう外から見てても不安になるというか、言ってることくるくる変わってるけど大丈夫みたいな感じになっちゃうので、まあ確かに自信っていうのは根付いたものだよなっていうふうには思いますね。なるほどね。あんたが長に立候補してればより役に立っただろうけど、パトリッサはそうフォルトゥーナさんを長にしたかったので、やっぱね、やっぱフォルトゥーナ以上の適任はいないと思ってるっていう、まあこれも愛というか信頼ですよね。あんたの本質を考えると協力者に回ったことが未だに腑に落ちないんだけどね。まあ確かに何を大事にするかで自分自身っていうのを選んでるから、他人を応援するって言ってることがなんかちょっと違うように感じちゃうの。そっか、そこはストーリー上のあれですね。私がまさか立候補するかもしれないみたいな展開になるとは当時思ってなかったから、まあ自分軸でストーリーあるなってのを知らなかったしだからそういう選択肢を選んだけれども、まあストーリー展開上ダリアさんの方がふさわしいだろうと思ったので、そういうふうにしたんですけどね。でそうですね、自らを疑う心、疑うって言っても多分だから自らを信じる心だから、その今まで、例えばですよ、試験勉強に何十時間も費やしてきたけどまだ足りないんじゃないかっていうようなネガティブさを取ってくれるっていうことだと思うんですよ。多分積み上げてきた何か、自分自身が積み上げてきた自信を疑う心だと思う。本当にこの行動は正しいのだろうかっていうものを吸うようなのは、麻薬レベル
なので、おそらくそうですねそんなものをね、それって生きていく上で、必要不可欠な疑うっていうことも大事なことなので、うんさすがにね、パトリスさんがそれすらも危機管理としての疑う心をね、うん失うようなものをフォルトゥーナさんに渡すとは思えないので、まあ大丈夫だと思うんですけどね。うん不思議。またその話？何よ、私の本質って。あんたはいつも自分だけを頼りに物事を解決してきた。それなのにってことさ。その話はもうしたでしょ？そうだね。今はもっと建設的なことに集中しよう。よし。じゃあ始めよう。忘れずにみんなにタスクを振り分けるようにしな。頑張ろうじゃないの。オッケー。タスクね。それじゃあ。おーなんかいっぱいある秋分を発掘してきてはちょっとだ。そうですいやでもねねだからあんまりやっぱり攻撃的な方向性でいかない方がいいですよねダリアさんだし、うんもちろんあれですよ、買収してるだとか、支持者を買収してるとか、なんか、裏金問題ですとか、機密なんか文書がうんたらかんたらとかっていうのは明らかにすべきですけど、だパワハラとかね、まあそういうのの犯罪は秋分だろうけど、でもそれよりはまずダリアさんがどういうふうに古文を収めたいかっていう方針のアピールはやっぱ大事ですよね。そうですね協力者ただその方針はなんでしょうね当然アピールしなきゃいけないと思うんですけど、今ダリアさんとパトリスさんの2人しかいないじゃないですか。だから仲間いないと、多分その方針アピールするにしてもこの全員に方針をアピールしたいわけですよね。新入り生産者戦士探索家学者、預言者ですか6人必要だと思われるんで、だからそうですね、まず協力者いないとまずいのかな。あとやっぱ早めに協力者を見つけないと選挙戦が進むにつれ、ごめんなさい、私はもうジャスミンを応援するのとか、私サイプレス派なのっていう風になっちゃいかねないので、ですよね。今のうちに早めに協力者を見つけておいた方が、っていう風には思いますね。そうですね。まず協力者を探してもらいましょうか。おい。いいね。心当たりがあるよ。じゃ、数サイクル後にまた会おう。パトリスさんがこれで一回いなくなっちゃったのかな。こっちか。なるほど。ダリアさんのと協力それぞれにそういう風に指示していくのか。じゃあまず2人ともまず協力者探してきてください。はい。了解。協力者がいた方が心強いものね。誰か連れてこれる魔女がいないか見てくる。でダリアさんが言ったってことはおそらくカイヤさん、ペッパーマンサーことカイヤさんが来てくれる可能性がおそらく高いです。ありますよね、おそらく。そうまた忘れた。グレーテさん？そう、もう本当グレーテさんすみません。いつも頭から抜けちゃって申し訳ない。そう、グレーテさん出てこないしで。そう、味方になってくださいそうなんですけど、あの方今最低者にひっ捕まっちゃってるので。そうですね。ちょっとグレーテさんは呼べないかも。本当はね、グレーテさんがついてくださるとすごく安心できるんですけどね。学者肌でしょ、あの方。なので、あの方が味方につけられればなと思うんですけど、どうだろうか。一ノ瀬さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。本格的に選挙戦が本格的に選挙戦が始まりましたんで、まず新入りについてこれ見てみますか。はい。何今の？ちょっと待って。
新入りっていうボタンを押したら、いや、なんか説明が出るのかなと思ったんですけど。予測が変わるんだ。分布が多分出てるんです。新入りは今 50% ダリアを。びっくりした。ダリアさんを。やべえ。と思いました。めっちゃビビりました。ちょっと何っていう、ちょっと何今のって思ったんですけど、新入りが 50%、ジャスミン 30%、サイプレッサ 14% の支持なんだ。やっぱりダリアさん新入りに支持されてるんだ。まあ、ただジャスミンさんへの評価も高いですね。やっぱちょっと新入りだからこそ、その魔女っていう固定観念にとらわれてる可能性があるので、だからやっぱこう変革というよりかは今のまんまでいいんじゃないかなっていうざっくりとした考えだから、まだ新入りからの支持が硬いとは言えないかな。そうですね、とは思います、ね。生産者もクリックしてみましょう。うわ、マジでちょっと。労働者階級の支持がやばい。やばいですね。で、生産者がなんでジャスミンさんの支持が高いかって、ジャスミンさんハーブを育てるガーデンを持っておられまして。はい。なので、生産者という多分、コミュニティというかネットワークをお持ちだと思うんです。なるほど。だから、ここの層がどのぐらいの割合を占めるかが22人か。生産者は22人。22人でうちの 14% かっていうことですか。がダリアさんということ。ってことは3人ぐらいしか支持してないってことか。3、4人？新入りさんは何人いましたかね。新入り14人。ってことは半分だから7人か。ってことですね。いや、新入りとやっぱり生産者はね、我々がね、支持を集めなければならないそうですよ。おそらく。まあそうですね。労働者階級なので。そうですね。そうですね。まあただ、もうジャスミンさんからの引き剥がしを考えてて、考えすぎて。まあそうですね。自滅するとなるとちょっと厳しいから。なので、最終的には生産者層の22人を、まあ他の数字と見てみて、まあ最悪切り捨てる方向で、まあもちろん選挙戦が終わったら、農芸、あれなので、ノーサイドなので、もちろん生産者さんのための政策ももちろん積みますが、選挙戦でダリアさんを勝たせるにあたって、だってジャスミンさんを上回る生産者会の皆さんへのダリアさんのなんだろう、アピールってあります？今のところないですよね。だから他の魔女さんの協力によりますよね、おそらく。そうなんですよね。戦士これは圧倒だ。はい。100% ダリア支持11人だけどこれはまあ特に裏切られない、向こうからやたらやられない限りはほっといていいのかな、戦士は。岩盤支持層。ダリアさん、ダリアさんがもともと魔女戦士っていうところなので、ダリアさんの仲間なんですね、戦士っていうのが。なのでおそらくダリアさんの言ってること、主張がぐらぐら揺れない限りは仲間として圧倒的な熱烈応援をいただけると思うので、なので選手の皆様のことを裏切らないっていうことは考えていかないといけないかなと思います。そうですね。カリスマ性もあるんでしょうね。探検家の支持も高いんだ。へえ。まあだってなんで探検すると思います？まあ冒険者かとかそういう。やっぱそうですね、未知であったり、だから未踏の地まだ己が知らない何かを知るために出て冒険に行くわけですよ。探検に出るわけですよ。でもそういうふうに考えると、そういう方々が保守層かって言われたら絶対そうじゃないでしょ。そうですね。まあただ政府にコネがないと入れないような文化遺産とかのために、まあちょっと権力と近しいって方がいることはいるかもしれないですけど、そこが若干ジャスミンさんに入ってるのかな。ただサイプレッサさんなんでそんな少ないの、探検か。まあサイプレッサさんは多分学者ですよね。木なんですよ。樹木だった。樹木ですね。でしょ。はい。なのでまあ冒険に行く人じゃないので、まあそれはそうだろうな。18人中の 67% がダリアさん。ここはちょっともうちょっと探検家の方の支持は取りたいですね。全部ダリア支持にしたいですね。したいですね。
伊沢さん、さて、こんばん怖いのは。が学者層ですね。来ていただいてありがとうございます。いや、学学者予言者は多分やばいと思うんだよな。やばい。はい。うんあ、意外とそうでもないでしょ。でも。あー20%ぐらいは支持がいる。うん。そっか。まあ、ただ今のまんまだと、うん。有限生命体からの搾取が許可されてるから、うん。学者としてはその方が都合がいいっていう方々がおそらくサイプレッサさんそうですに入れね。てて、うん。で、ジャスミンさんに入れてるのも結局、まあ、搾取まではひどいけど、尊重して導いてあげる過程で研究ができるうんっ。ていうことでジャスミンさんで、なのかな。一応ダリアさんは最初に打ち出してたのが、うん。一切の関わりを断つだったので、そのままで出てるとすると、下手すると、まあ、未知を知りたい人からすると、うんい。や、ちょっと有限生命体との関わりダメって言われたら困る。そうですね。いうところまあそこは少し方針変更したけども、それが伝わってないとそうなるかもしれない。かもしれないです、ね。 25人もいるんだ、学者。そう、ちょっと学者つけないと危ないですね。はい。25はちょっと多いですね。多いですね。だからここはちょっと切り崩していきたい。そして預言者。はい。怖いよ。預言者10名。あ、でも意外と拮抗してる。ガッチでジャスミン・サイプレッサ支持なのかと思ってた。うん。いやですね。まあ、ただおそらくこちらにフォルトゥーナさんがついてるからだと思うんです。なるほど。同じ預言者としてというか、まあ、占い師がついている。で、ものすごい的中率を誇るフォルトゥーナさんがダリアについているということは、っていうなんかそこのポイントなのかな。かもしれないですけど、まあ、だからこそサイプレッサさんがそうフォルトゥーナポイントですね。はい。334って感じですかね、これ。まあそうですね。的に。はい。まあでもちょっとそうだな。預言者面白いですね。なんでこんな拮抗してるんだろう、むしろ。そうなんですね。占い師なんでこんなトントンなんだろう。そして全体だと、だから我々がわずかに勝っておりますが、全く、油断できる状況ではないという。まあ、一歩間違ったら、っていうか普通にサイプレッサさんの票がジャスミンに乗ったら負けるっていう状況ですよね。負けますね。はい。だから、ここは同じですね。方針については、審判とかがね、今まではノルマ制とか近畿だとかそういうのがね、ガチガチにサイプレッサさん方針でなってて、ジャスミンさんは一部改革するんだけど、ダリアさんはそんなんじゃなくて、全体的に民主主義化するという、はい、話でございます。はい。学者の支持が高いのはあれか、近畿がなくなってるからか。それもあるかもしれないですね。自由使用、教育。そうですね。だからこそ今まで禁忌とされてきた領域を研究できる大手を振ってっていうところは確かに学者そこはね、逆にね、革新派の学者の人は支持するかもしれないですね。はい。ということで、はい、残り32サイクルだけど、誰か来てますね。はい。はい、その前にでもお姉ちゃんが準備してくれた何かしらを、そうですね、見ておいた方がいいですね。違う、こっちはサイクルだからあれですよね。なんか多分何かある、なんかあれですよね、勉強するものがあるっていう風なこと言ってましたよね。ちょっと一番最初に目通しておかないと今後突然見たらパトリス報告書が入ってる。ありがとうございます、お姉ちゃん。これを読んでみましょう。お姉ちゃんが準備してくれたものでも読むか。投票層、新入り。調整したばかりで、まだ自らの道が定まっていない魔女たちだ。とはいえ、不主性を持つこの社会における時間の概念には注意する必要がある。新入りの中には数年で自分の居場所を見つける者もいれば数十年かかる者もいる。そう、不死っていいわけじゃないんですよね。やっぱそういうところを見ると終わりがないっていうことの恐怖、終わりも恐怖ですけど終わりがないのも恐怖なので、だよな。新入りの枠を出て
生産者や学者や探検家の仲間入りする場合、誰かの承認などは必要ない。一方、戦士の場合は試験が存在し、預言者の場合は、あんたも知っての通り、他の預言者の夢の中に自分が登場する必要がある。そんな条件なんや。ということは預言者が割となんか崇拝されてるわけではないでしょうけど、難関というか望んでなれるわけではないですね。ないんですね。戦士は一応試験をクリアすれば望んでなれる。まあエイダーナはだから預言者の中でも神からの予言を聞けるっていう、まあ特権的な能力を持ってたからリーダーになったんでしょうね、おそらくは。はい。まあでもやっぱその予言の力持ってて言い当ててくれて導いてくれるから最高っていうのは、やっぱ投票した後政治を監視しない民の言うことかなって思うので、権威主義ですね。我々はちょっとね、はい、我々はやっぱ違うので、はい、頑張りましょう。はい。攻略ヒント。新入りは他の魔女たちに邪険に扱われることが多い。よって彼女たちの権利や機会を増やしてくれるような方針が喜ばれるだろう。それは当然ダリア派ですね。ダリア派に、そうですよね。もっとダリアさんに入れてほしいですね。やっぱアピールをしないといけないですね。投票層、学者。この宇宙の秘密に見せられすぎて、研究以外はほとんど何もしないような魔女たちだ。私たちの魔法や能力を開拓してくれる存在なので、おそらく最も権威のある投票層と言えるだろう。学者が見つける。まあだから禁忌じゃないですけど、古い書物からこんな魔法があったっていうふうに見つけてくるということなんですね。なるほど。魔女社会だとやっぱ権威にまあ近い存在なんですね。まあこっちでもそうだけど。知識大事、学者大事。なんで学術会議の予算削ったんですか？本当ですよ。ふざけんなよ、本当に。知識以上のものはないですからね、マジで。知識があれば、戦争、紛争、虐殺と差別がクソっていうのはみんなわかるので、知識大事。はい。ね、賢くなるために年を取る必要はないが、学者層の平均年齢は他のどの投票層よりも高い。なるほどな。この選挙における高齢者の声を体現しているとも言えるだろう。サイプラスさんもこの層の一員だから、ここに関しては彼女に多少のアドバンテージがあるかもしれない。攻略ヒント。学者たちは静寂、制御、尊敬、慣習などを好む。現在、すでにいい待遇を受けているから、現状を維持するような方針なら何でも歓迎するだろう。ダリアさんを直接向かわせることはしない方が良さそうですね。これは喧嘩になりそう。でもどうなんだろう。学者だからこそ権威にしがみついちゃダメでしょ。そうですね。それは御用学者と言います。はい。ですね。はい、その結果ね、予算が削られたとしても、それは学者が悪いんじゃなくて削った側の権力者が悪いので。はい。はい。ね、お姉ちゃんいっぱい書いてくれてる。すごいな。生産者。投票層、生産者。ミルクを絞るように宇宙から収穫するのが好きな魔女たちだ。ガーデニング、採掘、裁縫、暗黒物質の抽出など、やり方は多岐にわたる。彼女たちは供給者としての自分に誇りを持っていて、実際、彼女たちがいなければ、私たちの暮らしの利便性は大きく低下するだろう。はい。はい。労働者大事。大事ですね。大事。はい。ね、でそうですよ。学者の研究に必要なものを提供してるし、で生産するための技術を学者から提供されてるってことなので、対等なんです。そこはね、やっぱちょっと、現実もそうですね。リスペクトが必要ですよね。生産者と学者はほとんど共生関係にある。生産者は学者の終わりなき研究を物質で支援し、見返りとして宇宙を収穫するための最新技術にいち早く触れさせてもらっている。ジャスミンは生産者だから、
この投票層に関しては影響力が強いはずだ。攻略ヒント。生産者は昔から自分たちが過剰に労働し、それに対する十分な感謝が得られていないと感じている。彼女たちの生活と地位の向上を訴えれば、その耳に響くだろう。それはそう、本当にそう。その通りですね。そう。いや、それはダリアさんも絶対押してくれるはずなので。これはダリアさんをほんと直接向かわせた方がいいかもしれないな。がいいですね。いいですね。多様性を認めるって言ってるし、魔法税でしょ。そうですね。だから平等に。ノルマ、そう、おそらく多分だから生産者層に、ノルマがめちゃめちゃ課されてたんじゃないですかね、今まで。なるほど、そうですね。あと、エイダーナ。そうですね。エイダーナのせいもありますし、あと、あれですよね。すいません。私がいつもお名前を忘れてしまう、スパイダー魔女の方。エリーゼさんですね。エリーゼさんでしたっけな。名前違いません？エリーゼさんじゃないです。エリーゼでよかったっけ？ルイーズさんだ。ルイーズ。ルイーズさん。そう、ルイーズだ。ダメだ。自信満々に間違ってんのよ。二人とも忘れている。自信満々に間違ってるのよ。ごめんなさい、ルイーズさん。すいません。ルイーズさんが、多分、ルイーズさん典型的な生産者魔女ですよね。だから、ルイーズさんの、メンターというか、学者代わりをしてたのがエイダーナだったんじゃないですか？だから、ルイーズさんのすごい能力に目をつけて、地球を滅ぼすみたいなことをさせようとしてたわけですよね。マジとんでもねえよ、あいつ。そう、エネルギーが足りない？それなら第三次世界大戦を起こせばいいじゃないとかふざけたこと言ってましたからね。本当に。ルイーズさんがちゃんとしてたから良かったけど、本当にね、エイダーナ一歩間違えたらね、世界を滅ぼすつもりだったから。そう。やっぱだからこそ、ルイーズさんに対して、きちんと対応ができたから、評価が若干ダリアさん側にも増えてるのかもしれない。そうですね。もしかしたらそのエピソードは、もしかしたらルイーズさんの口から伝わってるかもしれない。そうですね。やっぱ今までのやりとりが多分それぞれの層の方々と多分対応してるんだとすると、そうですね。ただやっぱりジャスミンさんのガーデンネットワーク最強ってことですね、今のところは。やっぱそれはそうだな。で、生産者代表のジャスミンさんがああいう感じだから余計なんでしょうね。政治的にも。そうやなって、自民党岩盤支持層だなっていう。はい。やっぱジャスミンさん側だけの話でいくと、ガーデンっていう動かせないものを持ってるから、大きく変化するにあたってそのガーデンを維持できなくなるかもしれないっていう恐怖はやっぱ強いですよね。あるんだろうなって、そう思うので、やっぱ今の自分の研究してる分野のその研究施設であったり、生産手段とか生産施設とかが変わるってなると、やっぱそれが怖いのは当然だと思うんですけど、ダリアさんはそれを奪おうとしてるわけじゃないよと。もっと一緒に高め合って協力して生きていきたいんだよっていう話をきちんとできればした方がいいと思いますね。思うので。でもこの報告書本当はあれですよね。フォルトゥーダさんを長にするためにまとめてたんだなっていうそうですね。とこを考えると、またちょっとこう胸にくるものがあるな。投票層、戦士、狩人、守護者、兵士などで構成され、この宇宙におけるさまざまな戦闘に特化した者たちだ。彼女たちは私たちを守護し、デーモンやその他の危険な生物から希少な物質を調達してくれる。また、武器の製造なども行う。求められることが大きいゆえになるのが一番難しい職業でもある。私たちの子分にも10人ちょっとしかいない。ダリアはその一人で、その他の戦士からの強力な支持を得ることは間違いないだろう。攻略ヒント。戦士は仲間への忠誠心が非常に強い。何か特別なことがない限り、ダリア以外のものを支持することはないだろう。怖い。特別なことって何？
まあこっちがミスらない限りは大丈夫ってことですけど、ミスった時怖いな。だからやっぱ、うん、やっぱダリア色を消してはいけないってことですね。そうですね。もちろん消す気はないからダリアさ選んでますけど、うんうんうん、やっぱ誇り高きダリアが、誇り高きみんなと誇りを尊重し合って生きていく社会ですっていうふうに言えば、ダリア応援するよっていうふうにはなるんだと思うんですけどね。はい。選択肢をやっぱ間違えちゃダメですね。いろんな何かが今我々の手に委ねられている。宇宙の輪が我々を嘲笑っているような気がする。怖いよ。さて。投票層探検家。宇宙を探索し続ける魔女たちだ。新しい場所を偵察し、新しいエネルギー源や物質を発見し、銀河で起きた最新の出来事を私たちに教えてくれる。なんかジャーナリストも兼ねてる気がしませんか、そうなると。ああ、そうですね。そういう層なのか。なるほど。まあ、新しいところに赴いて情報を持ってくるって意味では、やっぱちょっとジャーナリスト味が若干あるのかなと思いましたね。探検家って多分そこに長くはとどまらないので、見つけたものを学者に引き継ぐって感じだと思うんですよ。お願いしますみたいな、研究お願いしますみたいな感じだと思うので、忙しいゆえに政治にはあまり首を突っ込まない傾向がある。よって彼女たちの活動を妨げない限り特に反応はしてこないだろう。攻略ヒント。彼女たちは簡単だ。喜ぶような餌を投げてやればこっちについてくる。まあ、他の候補者たちも同じようにやるだろうけどね。まあ多分、探検家って数秘術にもそういう概念がナンバー5がそれに当たるんですけれど、やっぱ新しいことにワクワクするっていうのがそのパワーなんですね。なので簡単って言ってるけど、やっぱその知的好奇心であったり、その未知への興奮とかそういうものを求めている人たちだから、何かこうそれを後押しするような何かなので、まあ禁忌を解くのはダリアさん一人なので、そこをご利用しすると、もしかすると探検家層は、禁忌だったとこあそこ行っていいの、やったやったやったってなるかもしれないかもしれないですね。お、投票層預言者。預言者に関して今更私が言うことはないだろう。あんたもその一員なわけだからね。やっぱりフォルトゥーナさんは預言者の一人として、数えられてはいるんですね。なるほど。10人のうちの一人か。ということは残り9人をどう動かすかですね。はい。巡礼者さんもこっち学者どっちだろう。学者じゃないですかね。巡礼者はそんな感じしましたけどね。ですよね。多分おそらく性格的にはい。そう。預言者は古文の中で最も表に出てこない存在だから、彼女たちは正直グループとも言えない。また、自ら選んで預言者になることはできないため、古文の中で最も数が少ない存在でもある。預言者になる唯一の方法は、宇宙によって選ばれること。先読みや勘に長けた預言者は、支援的役割を担うことが多く、岐路に立っている魔女への助言を行ったりもする。実際のところ、古文の魔女のセラピストみたいな感じではあるね。まあ、この世界においては、預言者がカウンセリング的なことをしてても問題ないと思うんですけど、地球においては占い師がカウンセリングをしてはいけないので、話を聞いたりとかはしていいんですけど、なのでまあでもそうだな、スピリチュアルセラピストとかも言ったりしてるからな、占い師。まあでもセラピー、セラピーも何かあれですっけ、なんか特殊な資格がないとできないですっけ。セラピーは大丈夫なんですかね。どうだったかな。ちょっとわからないけど、はい。ですよね。カウンセリングは絶対ダメなんです。言っちゃ。カウンセリングはカウンセラーしかしちゃいけない。そう。国家資格なので。はい。なので、まあ、
地球ではダメなんですけど、魔女の世界ではやっぱりいろんな相談を持ってくる人にいろんなこう助言を与える、話を聞く、寄り添うっていうところ、っていうのでまあそうですね、セラピスト的な、だからこそ支持を集めやすい、だからフォルトゥーナあんたなりなさいってなっちゃったにもしたのかもしれないですね。そりゃやっぱ自分の心の一番近くに入ってくる存在とも言えるわけですから、可能性的にはそっか、なるほどな。攻略ヒント。この投票層の意向は予測できない。よって、時間を費やしてアピールする価値があるかどうかも定かじゃない。とはいえ、あんたの場合は、教官に訴えかけて支持を得ることもできそうだね。今どこも何個読みましたっけ？いや、全部読んだ気がするけど、それ以上読めるのかな？もうすべての分析を読んだ。でしかもここまで来ないと実績が得られないという。そうなんですね。なるほど。読み直すことはできるんだ。なるほど、読み返しもできる。ただ一応方針的にはどうですか？頭に入りましたか？私全然入ってないです。大体入りましたけど、やっぱり生産者がこれポイントですかね。なんか生産者今負けてるじゃないですか。でも、圧倒的に負けてますね。労働者層なんで、やっぱり我々的にはですね、取らないと、ちょっと直れというか、そうですね。スカーレッタの直れ。直れなので。そうですね。今のを見て、とりあえず、ちょっと、もう一回数の分布を見直してみましょうか。そうですね。はい。だから、生産者取りたいけどな。でも今こんな感じなんですよね。ちょっと圧倒的敗北感がそうなんですよ。厳しい。ここ、せめてサイプレッサさんからは取りたいですよね。で新入りもこんな感じだから、もうちょっと固めないといけないし、そうですね。はい。戦士は放置、預言者も放置でいいのかなという感じですけど、あと学者と探検家をどうするか。探検家は今はあんまりあれしなくてもいいのか。学者か。でもそうですね。探検家はだから何か行動を制限するようなことをしない限りは支持してくれる、そうですね、と思うので、でそうなるとだから学者についてもだからもうちょっとここも25で数が多いので、ちょっとここもひっくり返しときたい。もうちょっと冷たいかな。学者生産者で負けてるから、古文全体だとやっぱり微妙になっちゃってるんですよね、今。なってるんですよね。数が多いから。預言者に関しては、フォルトゥーナさんの元に来た人に対してはできる限り引き入れられるように頑張ればいいかなと思いますけど、そうですね。じゃない限りはもう放置するしかないかなという。預言者は最終的になんか利がありそうな、勘が鋭いとかなので、多分自分で見て自分で決める可能性はある。そうですね。ので、はい。よし。そしてようやくこの人は誰だ？なんだこいつは。これもしかしてサイプレッサー？な気がする。でしょうね。ラジオフォルトゥーナへ選挙活動が始まる前にあなたに挨拶できたらと思っております。私たちの子分が直面している政治状況の変化についてあなたとぜひ話したいことがあるのです。歴史家の魔女サイプレッサー。うわー、嫌なタイミングで来たな。お姉ちゃん同席してお姉ちゃん同席してちょっと1対1は怖いな。ちょっとお姉ちゃん同席してくれないかな。いやー、強敵ですね。やばいな。でも動けないんじゃなかったの？でもやっぱいや、動けるは動けるでしょ。だからおそらく全く行動できないわけではないけど、そういうだからアクティブなタイプではおそらくないんでしょうけど、いやでもすごいですね。サイプレッサーさん自ら来るか。でだから歴史家がどういう感じ、だから今まで出会ってきた中で誰がどれに値するかを考えていって、とりあえずセーブをしておこう。セーブ大事。もう怖い。エブがそうしたので、はい、そうですね。
歴史家さんがどんな思考回路なのか、まあちょっと覗かせていただければなと思います。典型的歴史家だと思うんですよね。サイプレッサさんそうですね、おそらくは。はい、ということで。どういうそうやって登場すんのすげえ。すごい。いや、美しいですね、でもやっぱ。そうですね、ビジュアルもすごい。はい。っていうか、でも、誰かから何もやっぱダリアさんから贈り物もらってないですね。そう考えると。他の方から贈り物いただいてますもんね。ジャスミンさんからそのブルーアイリスいただいたし、って思って、今ちょっとちらっと見て。いやでも最初の方だからカード難しかったからな、仕方ない。さて、サイプレッサさん、あなたの声はどんな感じですか？助けて。こんにちは。はじめまして。私はサイプレッサ。こちらこそはじめまして。私はフォルトゥーナ。招いてくれたことに感謝します。競争で慌ただしくなる前に、あなたにしっかりと挨拶しておきたかったので。どうして私に？立候補してるわけでもないのに。あなたはこの選挙の行方を握る者の一人であり、エイダーナの言葉を借りるならば、推進力だからです。エイダーナってそんな風に評価してたの？フォルトゥーナさんのこと今初耳ですよね、多分。だから嫌だったんでしょ？結局フォルトゥーナさんが動けば動くほど、保守的すぎる己から支持が離れていくので、それが嫌だったんだと思うので。なるほどね。預言者層ですもんね。ちょっとすいません。はい。一旦水分取っていいですか？どうぞ。はい。いやー、なるほどな。でもそう考えると確かに、まあ、エイダーナとフォルテューナさんのああいう微妙な関係というのも、まあ、納得いくところではあるかな。私がね、お名前を失念してしまい失礼した今のルイーズさんは割と素直なタイプだから、生産者として、まあ、層がね、今、6つの層に分かれてるってことが明らかになったんで、生産者と預言者だったら、まあ、エイダーナさんの指示に従って、その学術的な報告であったりとか、まあ、地球とかね、我々の魔女の子分のために何かするっていうような役割分担が明確だったので、まあ、ルイーズさんみたいなタイプはね、エイダーナさんに、まあ、反抗することもないからっていうことだったと思うんですけど、フォルトゥーナさんって預言者なんで、預言者の新人と預言者の大ボスだから、まあ、やっぱりライバル関係でもあったっていうことですよね、これ、ニュアンス的にはね。おそらくはそうなのかな。すみません、戻りました。皆様も水分取ってくださいね。はい。お願いします。そう、室内でも熱中症になりますからね。はい。今、本当暑いので、気をつけましょう。そう、エネルギーの問題はありますけど、クーラーだけは本当に命に関わるので、気にしないでつけてください。それは本当に、別のところからね、クリーンになれるように、頑張りましょうね。我々ね、本当に。そうですね。サイプレッサさんも一緒に木を植えたりとかね、クリーンエネルギーを推進しませんか？どうでしょうか？はい、お願いします。よくないですか？二酸化炭素いっぱい吸ってください。お願いします。どうでしょうか？はい。ね。エイダーナからよく聞いていましたから。あなたへの恐怖は彼女が抱える大きな弱みの一つでした。そうなの？なんか複雑だな、それは。嫌いだけど害意を持ってたわけじゃ、今のところ我々の選択肢では害意を持ってたわけじゃないので。そうですね。だからおそらく恐れてたんでしょうね、新人として。本当に。そう、己の立ち位置を揺るがす圧倒的な預言者が出てきたら、やっぱそっちに熱狂ってあれか。熱烈な、支持者がね、人気が集まると、そう、己の立場が揺らぐっていうことだったんでしょうね。やっぱ方かな。それは私にとっても、それゆえ、私はここを訪れようと思ったのです。私を監視するために、私自身の
あなたへの評価を見定めるために。うわー、見定めに来てる。あ素の、直ですけど。はい。見極めるとかだったらいいんですけど、見定めるってやっぱなんか悪いニュアンス感じますよね。めっちゃ上からですね。だってほら、品定めっていう言葉があるじゃないですか。で、でも見極めるだと、あくまでその自分があなたを見てこう思いましたっていうのをしっかり固めるっていうニュアンスに聞こえるけど、見定めるかいやー、でもなんかね、真ん中は、でもね、恐れっていう感情を忘れたときに、生物は、もう生きていけなくなるんですよ。恐れるから生きていけるので、恐れた方がいいっていうのは、でも多分ね、今回の話とちょっと違う恐れなので。そうですね。別に、だってサイプレッサさんとも共存していきたいわけですから、我々は。まあそうですね。正直学者層取らないとまずいので、だからね、あなたを何とかしないといけないんですよっていう話で。で、なので、サイプレッサさんの支持者がジャスミンさんに流れると、もう一気にひっくり返るので、それが怖いんですよね。だからやっぱサイプレッサさんの票をできる限りこっちに寄せたり、うまくいけば、あなたが言っていることに、もう私たちはもう、老兵は去るのみとも言いますからね、みたいな。私は出馬を取りやめ、ダリアの指示に回りましょうって言ってもらうのが一番なので、ちょっと、はい、頑張ろう。頑張ろう。さあ、でも、上と下どっちがいいんだろうな。でもそう考えるとやっぱりあんまりそう怯えた感じで言うのもちょっとおかしいし、敵対的になるのも違うと思うし、やっぱり良心に従って行動するべきなんじゃないですかね。そうですね。嘘じゃないじゃなくて、あなたと約束しますの方がやっぱ誠実ですよね。に感じますよね。良心に、そう。良心に従って行動する。面と向かってそう、見定められるのね、照れるので、圧をかけていく。圧をかけていきましょう。はい。私は、良心に従って行動するよ。約束する。あなたは、自らの言葉を信じていません。あなたは良心に沿って行動しているのかもしれない。しかし、あなたにはそれをやり遂げる力、または自信が欠けている。あなたを恐れたエイダーナは間違っていた。そうか？いまいちな評価だったら、恐れさせた方が良かったのかな。いや、でも、虚栄ですとかって言ってくるんでしょ、どうせ。真ん中だったら。でも、どっちでもなんか言ってきそうな気がする。サイプレッサさんね、長く生きてる魔女なので、ちょっとね、やっぱ、一癖二癖どころの話じゃないと思うんですよ。そうですね。で、歴史家、しかも歴史家なので、いろんな歴史を見てきてるので、これが本音かあなたを恐れたエイダーナは間違っていたっていう嘘を言ってる可能性もあるので、そうですね。自信のね、飲めましたっけ？あれ、でも飲んだって選択肢なかったですよね。飲みましたね。もう飲んだのか？飲んだはず。だから、なので、あなたは自分の言葉に自信がないって言われたけど、あれがしっかり、フォルトゥーナさんに根付いたらいいんでしょうけど、やっぱ自信ってでもね、そうやって根付かせる。自信って、やっぱ、残念ながら周囲から与えられるものなので、その周囲から認められたり褒められたり、求められることによって自信っていうのって育っていくので、それの暗喩として、自信の根っていうのが出てきたのかなと。実際にああいうものがね、今この地球にあるわけではないですけど、あんな風に誰かから自信をそうだ、根付かせてもらう、育ててもらうっていう感覚は、それは確かに事実だなと思うんですけど、選挙から手を引いてくださいか。それはダメですよね。ただなんでっていうのもなんか違う気もするし、いや、でも、どういう気持ちでっていうのが聞きたいは聞きたい。けど、
あんまりなんかこう柔らかすぎるとどうなんだろう。まあでもそのやっぱサイプレッサさんの支持層をベリッと引き剥がしたいので、だからってやっぱ攻撃したいわけじゃないし、侮辱したいわけでもない、軽蔑はしたくないじゃないですか。どれがいいんだろうな。そういう手で来たわけねなのか、なんでなのか、一番下はね、さすがにさっさと出てけはちょっと乱暴すぎるというか暴力的すぎる気がするんですけど、だからそうですね。だからあんまりこの人ってそのまあなんでしょうね、敵対的になりすぎるとやっぱり学術層とかそういう人たちがね離反する可能性があるから、だからといってなんだろうね、だからといって標準するだけだとこうやって舐められる感じがするのでやっぱりしたたかさを見せるとか相手に敬意を払ってることを前面に出した方がいいのかな。そうですね、自信の念をねパトリスさんからこの局面でもらえたのは大きかったと思いますよね。はい、そうですね。なんか植えるものじゃないでしょうって言ってたけど、比喩であるとするならば、やっぱり大好きな姉、唯一の肉親、血のつながりだけが全てじゃないのであれですけど、でもただパトリスさんとフォルトゥーナさんはお互いにお互いを愛して一緒に支え合って生きてきてるので、そのパトリスさんからいただいた自信の種ねっていうものはやっぱちょっと大きいと思うので育っていってほしいなと思うんですけど、そうですね。なのでこの選択肢っていうなら真ん中かな。なんでっていうのは以上を踏まえた上でって言ってるから説明したでしょって言われたらはってなるので、確かにフォルトゥーナさんに自信がないから、そんな風なふわふわしてるんだったら手引いてください。でも結局フォルトゥーナさんのことをやっぱ恐れてるんでしょ、じゃないのっていう話ですよね。あなたを恐れたエイダーナは間違いでしたって言ってたけど、結局手を引けって言ってるならあなたはまだ恐れてるんですよ。そうですね。テープレスさん。はい。真ん中でいきましょうか。はい。そういう手できたわけね。冗談で言っているわけではありません。あなたは人間に寄りすぎているため、宇宙の子分を適切に率いることができません。いや、別にフォルトゥーナさんが率いるわけじゃないから。フォルトゥーナルートと混ざってる、まさか。そんなこともないか。で、いや、でも、応援してるということは、ね、多少なりともフォルトゥーナさんの意向がダリアさんの政策に、預言者がフォルトゥーナさんでダリアさんがリーダーだったらそうなりますからね。っていうことなんですけど、で、やっぱこの方はその神聖さだし、人間をバカに下に見てるでしょ。そうですね。有限生命体っていうのって実はダリアさんが言い始めた言葉で、実際の魔女界で何て言われてるかっていうと下等生物って呼ばれてるんですよ。そうですね。それはもうボロッとジャスミンさんがボロッと言ってて、さすがにジャスミンさんは否定してたけど、ひどい言い方よねとは言ってたんですけど、ただそれをエイダーナはそうやって下等生物って言ってて、でそれを引き継いでるのがサイプレッサさんなので、多分そうですよね。だからこそ、やっぱ偉大だとか神々と直接交信できるからとか、人間だったら過去を切り離してるとかっていうのは逆に良くないと思う。私は全部を含めてその人だと思うから、だからやっぱサイプレッサさんには長になってほしくないですね。頑張ります。その点エイダーナは偉大でした。彼女は神々と直接交信することができ、人間であった過去をしっかりと切り離していましたから。一方で、あなたやダリアやジャスミンは、人間としての数えきれないほどの欠点を抱えています。欠点がない人間なんていないんですよ。あなただってそうでしょ。あなただって欠点あるはずですよ。火ついたら燃えてなくなるでしょ。草木であることを考えればですけど、ただ
ね、雨が降らなきゃきっと水不足で死ぬでしょ、自分で。まあ、いるからこそ、誰かと支え合ったり、誰かを守ってあげたり、守り合ったりするわけですよ。あ、風花さんごめんなさい。ちょっと一瞬 OBS 切れたかも。あ、マジであらららら、マジで。OBS くん、頑張れ。OBS くん、頑張れ。頑張れ。皆さん大丈夫でしょうか？聞こえておりますか？聞こえておりますか？すいません。あ、戻ったっていうことで、あ、よかった。ありがとうございます。よかった。ちょっとすいません。トラブりました。申し訳ございません。はい。サイプレストさんから攻撃をちょっと電波妨害を受けました。はい。よかったよかった。はい。いやフォルトゥーナルートでも同じセリフが出てくるのか。なるほど。ミネさんコメントありがとうございます。戻ったよっていうことでよかったです。ありがとうございます。そうですよね。フォルトゥーナさんが泡沫候補ならほっときゃいいだけ。ね、ダリアさんが泡沫候補ならほっときゃいいだけって話なので、欠点も持ってる。だってダリアやジャスミンは欠点持ってるって言ってたでしょ。でも、だから私はやっぱりその欠点こそ愛すべきだし、欠点があるからこそ支え合える、共存できると思う。だって欠点がない人間は一人で生きていけちゃうから、逆にだからやっぱコミュニティで生きてる我々は欠点があっていいんですよ。それがもちろん悪だったら別なんですけど、誰かを差別したいとか、誰かを害したいっていうのだともう欠点じゃなくて悪だけど、だからやっぱちょっとうっかり忘れちゃうとか、ちょっとやっぱみんなの前で喋るのが苦手っていうのを、でもそれ欠点だけど、それを支え合って適材適所それぞれできるよねっていう、それぞれ欠点があるならいいところもあるんです、絶対に。ので、まあもうなんかサイプレストさんを全否定し始めましたけどまあ頑張ってね、頑張って逆にサイプレストさんからがね手を引くように頑張りましょうね。はい恐怖心、自尊心、嫉妬心、そして強欲。あなた方が美徳と考える熱意や慈悲の心、また快適さや楽しみを必要とする性質もまたあなた方の判断を曇らせる要因となります。欠点、欠点、欠点だらけです。だから何？いいじゃん。あと自尊心を欠点って出すのやめてくれる？自尊心は大事なんだよ。そうですね。ナルシシズムまで行くとちょっと危ないんですけど、セルフラブ、自己愛、自尊心がないとダメなんですよ。搾取されちゃうので、やっぱ自分のこと自尊心は大事ですよ。尊大な自尊心のせいで虎になったらダメなんですけど、美調子ではないかって言われるのであれなんですけど。ケイトさん、ここからです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、ルイーズさんをね、教えていただいてる。ありがとうございます。ただこれ下の言い方これ差別なのでやめましょうね。そうダメなんですよ。やめましょうね。精神学的な用語だし、ほとんど大体サイコパスじゃなくてソシオパス、社会的うんたらっていう後天的なものがソシオパスって呼ばれたりするんですけど、ソシオパスにしろ診断でいうことではないですね。はい。そうですね。割とそうだな、だからクリミナルマインドではよく出てくるんですよ。推理っていうかミステリーで犯人を追いかけるので、あれなんですけど、ただやっぱ日常で使うべき言葉ではもちろんないですよね。で、別にサイプレッサさんがどう優れてるかを聞きたいんじゃなくて、私たちは論破したいので真ん中ですね。そうした感情があるから強制できる。古文だから余計にそうでしょ。古文っていう集団を率いるんだから、集団で生きる術を知ってる方がいいでしょ。そうですね。だからまあ別にサイプレッサさんを否定するんじゃなくて、いやだからその感情があるね、生物もの方が、まあいろいろなね、慈悲の心とかがあるので、まあそういった長所もあるんじゃないですかっていう感じで言った方がいいと思いますよね。ということで真ん中でいきましょうか。はい。そうした感情があるから、みんなを大切にできるんじゃないの？この宇宙は、人間的感情を欠くがゆえに、人間よりも長にふさわしい存在がたくさんいます。植物層について学んだことはありますか？ほとんどの魔女は、
動物層ばかりに注目し、その他の共存の形が見えていません。はい、木を刈りまくってすいません。はい。それは謝ります。はい。すみません。はい、環境をぶっ壊してる人間のことをあなた方が敵視するのはそれは当然でした。それはすいません、当然ですね。今ちょっとそこに気が至りました。はい。はい、確かに敵ですね。はい。あなた方にとって自然を壊す我々は敵か。そりゃそうか。まあごめん、それは本当にそうだわ。ごめん。それは植物層にはね、大切にしなきゃいけないのは当然のことなんですけど、あまりにそう考える人間が少ないというのは問題ですよね。はい。そうですね。まあだからといってバカにされていいわけではもちろんないんですけど、そうですね。だから結局でもこの言葉から感じるのってなんか動物っていうなんか意思を威嚇するだとか、じゃれて足にすり寄ってくるとか、そういうところばっかり見てて、植物がどう思うか見てないっていう、どう思うかというか、植物がその場で生きる権利を侵害しているっていうところなのかな。はい。だからなんか結局我々のことを排除してるでしょっていう不満を今感じました。それはそうですね。それは正当ではありますね。今の言葉は分かった。すいません。はい。私は木ですから、成長と共存がエンテレヒーとなっています。私は森の一部に過ぎないため、独自性を欠いています。私たち植物は成長し、拡張し、周囲にあるものを養います。私たちの多くは、周りの生命を殺さずとも反省できます。この基本的な事実が、私たちの現実の捉え方に大きな影響を及ぼしています。人間の存在は他者の犠牲のもとに成立しており、あなたたちは無数の残虐行為に対して鈍感になっています。人間は世界を喰らいますが、植物はそれを癒します。あなた方が私をどのように扱おうと、私はあなた方を慈しみます。質問があります。長として最も重要な資質とは何ですか？今の話は確かにわかる。正しいですね。ごめん。それは本当にそうだね。だからといってでも逆に人間に対しての見下し、動物に対する見下しもあるでしょ。私たちは、そうですね。そうっていう結局そこも切り離されてるから、あなたじゃあ古文の中にいる植物じゃない動物とか人間とか、動物と人間一緒ですけど、植物も一緒、命を持つものとして一緒ですけど。あなたも結局そうやって区切ってるじゃない。もちろんその区切って差別してるのが向こうですけど、それに対する反発心っていうかその苦しみを、内在化させて外に出すときに植物とはあれを慈しみ殺すこともないって言っちゃうっていうところなので、なんか共存しようよ。ね、バカにしないでさ。共存しようよなんですけれども、おそらくサイプレッサさんはおそらく人間的な意味でのそういう共感心みたいなのはあんまり持っていないので、全くないわけではないと思うけど、だから真ん中を選ぶとやっぱり敵対的な回答だと言われる可能性が高いし、愚かなって言われる可能性はカリスマ誠実さは確かにダリアさんらしいはらしいけど、それもなんかやっぱりちょっと向こうを説得するのは難しいなっていう。だから知識か指針を持たないことだけど、知識にするとダリアさんじゃダメじゃんって言われそうだから、やっぱり指針なのかな。いや、でも指針がないってそれはそれでおかしくないですか？おかしいはおかしいんだけど、サイプレッサさんを丸め込むにはここでちょっとそういう風にした方がいい。でもただ指針ってなんていうの、意味がいろいろありますよね。だから自分の強欲さとか自分
が良ければそれでいいんだみたいなね、なんだ、今だけ金だけ指針維新みたいなね、ああいうのは最悪だと思うので、確かに人間の大きな欠点だと思うんですけど、ダリアさんってそういうタイプじゃないじゃないですか、どう考えたって。割とみんなのこと考えてくれてるでしょ。だからそういう意味では指針持ってないと思うんですよね。まあ、だからサイプレッサさんも森の一部ですって言ってたでしょ。そうそう。森の一部で、私は子ではない、ではないっていう。って感じなので、まあ、だから多分サイプレッサさんはだからこそ私が長にふさわしいって言っておられるっていうそうですね。ところだと思うので、まあだから全体主義っちゃ全体主義なんですけど、その古文っていう集団組織を存続させるために、木じゃなくて森を見ますっていう話をしてるんだろうなっていうのを思うけど、でもやっぱ誠実、個人的には誠実さが欲しいですけどいやまあでもどうなんだろうな。何かを決定するときに指針を持たないことは確かに言えるのかな、っていう気はするんですけど、みんなで話し合って決めるって言ってますからね、ダリアさんも。そうですね。なので平和共存で、そうそう。まあだからサイプレッサさん的には自分こそが指針を最も持ってないっていう自負があると思うんですけど、ダリアさんだって人間なりにね、だからそうやって全員のことを考えてくれてるわけだから。そうですね。ただその私はだから森で一部なんで、だから自分っていう個人性を書いてるって言ってるけど、私こそがふさわしいって言ってるのって指針じゃないですかそこ指針ですよねそうのはあるんですけど、ただね、あんまり弱気な回答をしまくるとダリアさんを支持してくれてる戦士層が何弱気なこと言ってるのよダリアって言って離れないかなって若干心配なんですけど、でも自信を持たないのは戦士としても必要なことなのかな、っていうことじゃないかなと思うんですけどね。とりあえず2番選んでいいですかね。はい。指針を持たないこと。まさしく。自分よりも共同体が必要とすることを優先する。概念としては人間の中にも存在しますが、実質的には備わっていない資質です。これまでに説明した人間的感情の数々が、それを持つことを不可能にしています。満足感、尊敬、名誉、友情、阻害する感情を挙げれば、キリがありません。それ全部いい感情なので、すいません。それダメ。それはちょっとですね。尊敬心とか友情とか大事じゃない。自己満足も大事じゃない。生きていくためには。まあ、でも森の中で生きてる木の一人、木の一本としてはそうなんだろうなって思うけど、やっぱだから、自己犠牲じゃないですけど、全体のために考える、でもそれは言えば言うほど、人間をやっぱりこの方は認めてなさすぎだと思うので、まあ1番だったらさっきのね発言がひっくり返っちゃうし、2番はまああんまり説得力がないと思うので、やっぱり人間が長になるべきじゃないって言ってるじゃないですか、あなたはっていう。だからエイダーナ長だって認めてたのは何だったんすかっていうところを言った方がいいんじゃないかな。だから神の代弁者としてだけだったから、エイダーナさんは自分の感情を言わなかったと。そうですね。だから多分自分で決めたことって、フォルトゥーナさんの1000年のルケだけがもしかすると、あの人が勝手に自分で決めた人間的なところの可能性はありますよね。あるし、まあでも指針が全くない長なんてロボットと同じじゃないっていうのも、それはそれででもね、ロボットもロボットで、心が宿るから、デトロイト・ビカム・ヒューマン見てください。はい、カラスマゲーミングでございますので。ただね、だから人間は長になるべきではないって言いたいわけって喧嘩売るよりも、それでも私はダリアに長になってもらいたいの真ん中の方がいいのかな。どうなんだろうな。
私はなんか真ん中よりも、だからこの方ってだから逆種差別をやってるんですよ。だから種差別って動物とか植物を見下すっていう差別の一種なんですけど、ナノクラフトさん高カラスです、来ていただいてありがとうございます。だからそこをやっぱりついた方がいいんじゃないかなという。だからここは別になんだろう、一番上が一番敵対的で、まあよくわかんない回答になっちゃってると思うので、これは言っていいんじゃないかなっていう気がするんですけど、どうなんですかね。どうなんだろう、ダリアさんを応援する心を示すべきなのか、まあでも本当に難しいですね。そのサイプレスさんの考えをひっくり返すには、まあなんかそのサイプレスさんに話させまくって、あ、ボロ出ましたねみたいな感じで意義ありってする、セキュリティってするべきなのか、どうな、まあ私だったらね、もう即答で真ん中を押しちゃうんですけど、まあでもそうだな、やっぱそのなんだろう、ダリアさんは支持する私、ただでも真ん中で言ったところで、では話は終わりですねってなるかもしれないので、まあ会話を続けたいなら確かに一番下かもしれない。じゃあそれでいきましょう。一番下で。はい、わかりました。行きましょう。そもそも人間は長になるべきではないって言いたいわけ？可能であれば避けるべきでしょう。地球においては人間以外の意識生命体が未発達なため仕方がなかったかと思います。しかしここには神々も鹿の民も私もいます。私は支配されたくないと言ったら、いわゆる人間より優れた存在とされるものが打ち出した報酬に自分が納得できなかったら、私は自分のビジョンに近い世界を作りたい。それはエゴイスティックではありませんか？おー、これは結構いい感じに聞けてる気がする。ちゃんとやりとりが続いたから逆に正しかったかもしれない、これ言って。はい、でも向こうはやっぱりだから人間を認めたくないっていう本心を認めているので、それはダメだろうと思いますけど、ただもう魔女の世界ってだからその鹿の民もいるし、まあ、人間から召喚した人もいるし、で植物が魔女になって最古の魔女がサイプレスさんのはずなので、だからいろんな種がいて、結局魔女の世界って多様性はあるのに、その中で植物が優れてるっていうのはやっぱ種差別してるでしょ、っていう。でしかも地球では発達未熟だったから仕方がないってなんかナルニア物語の喋らない動物は殺していいっていう種じゃないですか。なんだっけ、なんか喋らない動物は食料として捉えていいみたいなのがあったと思うんですけど、だから結局それも喋れないイコール学がないというか、まあ覚醒してないから、食っていいっていう差別だな。なんかあれ怖かったんですよ、読んだ時。なんでって思ったし、まあ、あとナルニア物語ラストもちょっと納得いかなかったんですね。長女の扱いがひどかったので、ってなったんですけど、やばいんですけど、まあ私が言いたかったのは、まあだからそうやって未成熟だから仕方がないって切り捨てるのって、やっぱ差別というか選別、優勢思想だと思う。そうですね。嫌だと思うんですけど、エゴイスティックっていうかはでも。それは逆にサイプレッサさんにも言えることでしょ。そうだからサイプレッサさんが一番エゴイスティックじゃないですか。自分の指針はないか、ある意味指針はないのかもしれないけれども、でもエゴはやっぱりちゃんとあると思うんですよね。だからエゴで道を進もうとしてるわけだから、でもそれぞれがやっぱエゴで道を進んでるんだから、他に道はないんじゃないかと思うんですけど、どうなんですかね。はい。そうだからサイプレッサさん全部ブーメランが戻ってぶっ刺さってるんですけど、大丈夫かなだからやっぱそこをちょっと意識してほしいなって思うけど、ただこの選択肢全部同じこと言ってると思うけど、まあそうですね。ただ上2つはどっちかというと私が主語になってて、私が最善だと思うとか、私がやりたいからそう思ってるみたいな。でもそうじゃなくてそもそも道は他にないでしょっていう。
話じゃないかなと思うんですけど。ただその大事にするものは自分自身って言っちゃってるから上の選択肢が出てきちゃってるのかな。なんか別のを選んでた場合、ここの選択肢にそのカッコで何々をなんか出てきてたでしょ。知識を選んでたから出てきた選択肢があったりもしたじゃないですか。はい、もしかするとここで関わってきたかもしれないんですけど、まあ選択肢のおかげで自信の種を得てるので。そうですね。そうか。でも他に道があるか、まあ聞ける方がいいですね。サイプレッサさんのビジョンを聞くためには一番下がいいのかな。そうですね。聞いてみますか。ほい。そうよ。でも他に道があるわけ？あります。そして私はそれを提供できます。でもあなただって視線を持たないっていう自分自身の哲学を古文に対して求めてるんじゃないの？そうだそうだ。ふむ。古文の魔女のほとんどが安定を求めてると思ってるの？そうではありません。どうかな？それはこの選挙で明らかになると思う。なるほど。考えさせられる意見、感謝します。サイプレッサ。お、内面を覗け散ってしまうぞ。はい。どうしよう。占うべきなのか。うん。上ずるでしょ。だってでもバレるくない？サイプレッサさんにバレる？ちょっと待って、上か1番か2番か分かんない。本来であれば占ってあげようかで受け入れてくれればいいんですけど、受け入れるかな？どうなんですかね。勝手に、まあ占い師はね、勝手に占っちゃいけないんですよ。うん、そうですね。相手が占ってくださいって言わない限り、相手の内心を覗くような行為をしてはいけないので、占いはね、勝手に占いしちゃダメなんですよ。割と勝手になんか、創作だと、あんた死ぬよみたいな感じで死の相が出てるよって、なんか、まあ、霊能力者と似たような扱いを受けてますけど、占い師は全然、そういう霊感とかなくてもできるので、まあ、カードとかの扱いとか知識があればね、できるので、占ってあげようかで、サイプレッサさんが乗ってくるかと言われると、まあ、今ちょっといい反応が引き出せたのであるかもしれないけど、でもな、もしダメだった場合、が内面覗く？どうする？でも内面覗いてから占ってあげますかっていう風に聞くことできるんじゃないですか、この順番だと。まず占って先だと絶対多分もう選択肢消えると終わりなので、終わりだと思うんですけど、そうですね。まあそうですね、カードで読むよりかは直接的に分かるのはアイダーナの目を使うことなんですけど、まあサイプレッサさんがそうだなとりあえず上でいきますか。いきますか。こっそりね。はい、こっそりと。多分ね。何？このうずめられた感情は。どうかしましたか？そうなんだ。そういうことか。そうなんだ。だからあの人の意思を継ごうとしてるのか。そういうことだったのか。めっちゃ感情で動いてるじゃないですか。いや、感情だけど、だからこそあなたには感情を認めてほしい。だからまあそうですね。己の恋心を殺してるんでしょ。そうですね。恋愛ができるできない、したいしたくないは全然何もないです。したければすればいいし、恋に落ちたなら落ちたでいいし、っていうところなので、そこは全然ね、してないからおかしいとかじゃないんですけど、なんで恋しててそれを殺してる。だからその森のために己はなきゃいけないから、己の幸せだけを追求するでしょ、恋愛って。己と相手の
幸せ、もちろんそれを見ていて周囲も幸せになれますよ、けど一応恋愛って1対1、ポリアモリーもあるのでそれはそれでまたちょっと別なんですけど、ポリアモリーの1対1のやつってなんて言うんでしたっけ？モノガミかっていうところがあるので、別になんかこう1対でも一応このエイダーナさんに恋をしているという段階ではやっぱ1対1の恋愛というか、なのでやっぱ自分の幸せじゃないですか。だからそれを追求するのは、私には許されていないけれど、あの人のためにできることはこれなんだっていうところで動いてらっしゃるとなると、これはかわいそうなサイプレッサってダメでしょ。今ここでサイプレッサさんの感情を解き放ってあげないと、この方ずっと苦しみ続けますよ。選挙で勝てそうもないのに、しかも。ってことはここはちょっとあれですけど見てしまったので上を選ぶべきですかね。本当はダメなんですけど、本当はダメですよね。フォルトゥーナさんの占いが、フォルトゥーナさんの占いとか、占いは宇宙の輪に直接書き込んでるので、私の占い、私たち地球人の占いとは違いますし、で今回アイダーナさんの目を使ってるので占いのレベルではないっていうところなんですけど、これは、サイプレッサさんの心に、無遠慮に触れることではありますけれど、そうでもしないともうこの方のぐるぐるに巻いてるね、幹が孤独の中に隠れてる大事な感情をこの方はその長い時の中持ち続けなきゃいけないんでしょ。今ここで区切りをつけるというのもサイプレッサさんのためになる。やっぱもちろん選挙では対戦相手というかですけれど、一緒に子分で生きていく仲間じゃないですか。だから子分が違うとしても、うちの子分だけ良ければいいけどB の子分 B は滅びていいなんて絶対我々は思わないので、今ここですべきなのはサイプレッサさんが殺してきた感情に再び命を与えることじゃないでしょうか。見ちゃったのでね、フォルトゥーナさんにはそれができるから。ことは上を選びますか。行きましょう。かわいそうっていう感情もおかしいので。そうですね。それはちょっとよろしくないと思う。かわいそうって決めるのは良くないかなって思うので。サイプレッサ、あなたエイダーナに恋しているのね。ありえないことです。自信を持たないっていうあなたの言葉と矛盾してるんじゃないの？あなたが実行しようとしている統治においては足かせになる要素だと思うけど、私は古文にとってのエイダーナの死の大きさを認識しているだけです。それをあなたは愛と勘違いしているのでしょう。いいえ、あなたは恋愛感情を持って彼女を愛している。私はエイダーナから目を受け取ったから、それが見えるの。だから、あなたは遺体を保存するという方針を打ち出してるわけね。それ以上は言わないでください。この感情を消し去ろうと努力していますが、未だに有効な術が見つかっていません。これは選挙とは関係のないことです。どうかここだけの話にしてください。ちょっと今すごい泣きそうなんですけど。いやー、そういうことか。だから長にならないといけないのか。だってダリアは宇宙に流せっつってるし、ジャースミンは食べるって言ってる。愛する人の遺体がそういう風に誰かの力になるっていうのがやっぱ耐えられない。悲しいな。
悲しいですね。悲しいけど、いやでも下選ぶのかなり汚ねえな。ずるって思った。ひどいでしょ。ずるっし、真ん中はダメです。真ん中はダメですね。知らなくていいことなんです。カミングアウトと一緒です。そうですね。アウティングになっちゃうんで、ダメです。それはもちろん真ん中は論外として、さすがに下は汚すぎるので、まあ、我々の正々堂々と戦いましょう。まあもちろんね、あなたが人間でいろんな感情を人間的、ダリアさんは大犬座かどこかで生まれてるので。そうですね。大犬座ですね。確か。で、ヒューマンなのではあるわけですよね、宇宙人だけど。ヒューマノイドなので。ってなると、だからダリアさんを下に見てたけど、あなたがあなたが持ってる感情をもってして、今まで見下してきた人間のことを評価するだからダリアを評価するならじゃなくて感情への評価とかだったら下だったんですけど、いいよダリア主人に回ってくれるなら黙っててやるよっていうのはひどい。それはちょっとさすがに選べない。はい、嫌です。はい。ということでね。占い師は、プライバシー尊重しないと占い師になっちゃダメです。はい。プライドマウスに卑怯なことはやめましょう。はい。はい、もちろん。はい。ということで。だからこそ愛をね。もちろん愛にこだわりすぎてて、アロマアセクの方々が肩身が狭い思いをしてるっていう恋愛が全てではないので。見てるので、そう。だからそこはだからきちんとしたい人がしている、したくない人はしなくてもいいし、アロマだと思ってたけど人を好きになるっていうことももちろんありなんですよ。今まで人を好きだと誰かを好きだと思ってたけど、アロマだったってだから流動していいんですよね。ジェンダーとかセクシャリティは動くものなので、そうですね。そこは、だからできる自分が愛してる人と一緒になりたいから愛を打ち出してるっていうだけの話なので、そこはお互い尊重すべきですね。愛が必要ない人もいるし、逆に愛が必要な人もいて、だからいろんな人がいるのが多様性なので、やっぱプライドマウスだけじゃなく、やっぱちょっとそこも考えるきっかけをサイプレスさんがくださるっていう。やっぱこのゲームすごい。皆様アーカイブ見てください。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。めちゃめちゃいいゲームです。はい。大丈夫よ。安心して。プライバシーは尊重するから。感謝します、フォルトゥーナ。あなたの心遣いは忘れません。そろそろ行きます。はい、占いましょうか。よかったー烏丸さんの英断、上から行った方がいい。でも本当サイプレスさんの苦しみを、多分誰にも話せなかったと思うんですよね。この気持ちを。だから、我々でよければ聞かせてください、あなたの思いを。はい。はい。私があなたを占ってあげようか。あなたは競争相手にも占いをするのですか？まあもちろんですよね。もちろん。もちろん。子分の魔女を助けることの方が優先だから。わかりました。私にどんな未来が待っているか見てみるとしましょう。何が出るかな。これ星の恋人とか作ってたらなんかうわーって我々叫んでたかもしれないですね。でも作ってないから残念ながらちょっと作ってないのでそれは出ないですね。そう、ただあれ火なので怖いんですよね。そうですね。ただもう今私多分何のカードが出るかなってもうなんとなく分かったの。多分ね花屋さんの慈悲のカードが出るんじゃないかな。いやでもそうじゃないかもしれない。いいや。さてサイプレッサー、カードに聞きたいことを教えて。思い浮かぶのは一つだけ。私にとってとても大切なことです。私はエイダーナの遺産を守れるのか。私が生きてきた中でエイダーナの時代ほど平和で豊かな時はなかった。何人かの魔女の犠牲と引き換えにね。
あなたの怒りで読みを読さないでください。占い師としては不適切な反応です。その通りね。あなたの純粋な感情に集中するようにする。デッキをシャッフルする間、エイダーナのことを考えていて。エイダーナのことを考えていてっていうこと。あー、来た。ほら出たそうでしょ、あなただと思ってたの。はい、英字七人ですね。ふとは潮と哀愁の潮流を生み出し、最後の花の方向は愛と欲望を喚起させる。ガラスの人形とスノーキャットの目が根源的な衝動をもたらす。慈悲、健全、憧れ、情熱、力のカードですね。そうね、来ると思ったの。だってこのカード以外、私たちのデッキに今、サイプレッサさんを表すカードないので。そうですね。ちゃんと花も入ってるので、いいカードだと思います。我ながら。はい、しかもこの後ろの背景ですね、恐ろしいことに恋に敗れた魔女が呪いをかけた布団なんですよ。ああ、そういえばそうだ。そう、まあ、ただ、でもやっぱ恋っていう、まあでも恋愛が全てでももちろんないので、あれなんですけど、ただでやっぱ目で見たでしょ、エイダーナさんの目を使って見たので、スノーキャットの目がたまたまここに入って、なんかいつも我々が引くカードね、なんかこうやって要素を含んでるんですよ。すごいですね、カラスマさん。いや、別に私がすごいわけでは、このゲームがすごい。カラスマ100すごい。いや、まあゲームがすごいのは大前提なんですよ。はい。自身でも。遺産は守れない。でも、そなたはそれを受け入れ、あなたの形の幸福を見つける。あなたはエイダーナの仮面の一つを盗み出し、選挙戦から離脱する。あなたは古文を抜け、仮面のささやきに従うカルト集団を結成する。それダメだろ。やめてよ。遺産は守れる。古文はエイダーナとその犠牲を神聖視し、古文の規則でなくなっても多くの魔女は彼女の方針に従う。それは選べないな。エアー2個もあるけど、これは嫌だよ。ね。いや、これはまあ、本来、まあ、なんていうか、なんでしょうね。サイプレッサさんが望んでるのはこれなのかもしれないけど、さすがにこれはないと思いますよね。ちょっと。いや、死を神聖視しちゃダメなんですよ。そうですね。国葬儀でしたっけ？はい。ね、あれもあったけど、だから、主人もね、皆様を近くで見守っておりますって言ってて、成仏させてやれよ、かわいそうだろっていうツッコミを見たときめっちゃ面白かったんですけど、マジでそうだよなと思って。あれだよ、あれをファイルに入れろとか、国葬にしろとか言ったのは。いや、そう思う。だから本当に、100均で買ってきたみたいなファイルに入ってたと面白かったですね。いや、面白くはないんですけど、やっぱね、人の死を利用しちゃダメなんです。はい。やめましょう。そう。だからやっぱこう、苦しみで思って、やっぱだからこそエイダーナの残したものを少しでも守りたい。でそれと長く時を過ごしたいっていうところなんでしょうけれど、でこれはちょっと仮面の一つを盗み出すだけならまだいいんですよ。ずっと個人的なことだからね。もちろん悪事ではあるかもしれないけど、そう犯すけれど、選挙戦から離脱してくれるのはありがたいんですけど、カルト宗教はダメですね。はい。カルト集団か。すみません。カルト集団はダメですね。古文を抜けるって言ってるけど、サイプレッサさんを失うのはそれはそれで大きいんですよ。よくない。で、やっぱ仮面のささやき、結局エイダーナさんの影を追わせ続けるっていうのもひどいなと思ってて、そうですね、ただ私今までの愛を忘れて新たな恋だけに集中しろっていうのが嫌で、新たな形の幸福を見つけるけど、今までの愛だって持ったまんまでいいじゃないですか。そうですね。そう、だから回答としてはもう正直これしかないけど、ない。いやもうただエイダーナさんのことを忘れることは必要ないかなっていうことかな。そうですね。守れないけど、時の流れ、結局多分エイダーナさんも神のまにまにっていうか、なんだろう、神の御心のままにみたいな感じで任せるとするなら、己の遺体がどうなろうといいと思うんです。どうせあの方は神の
導きに従ってるだけなので、何か希望があれば、遺言書を残すはずでしょ。そうですね。けどやっぱりその魔女の遺体をどうするかって古文に決定権があるっていうことなので、だから結局古文の所有物になっちゃうわけですよね、死んだ途端に。そうですね。まあ、生きてる間は所属ですけど、はい。怖いな。そっか、そこはちょっと、考えるかも。なので、遺産は守れません。でもあなたはそれを受け入れて新たな形の幸福を見つけるでしょうということでいきますか。いや、そうあってほしい。だって幸せに生きてほしいじゃないですか。そうですね。サイプレスさんも幸福になる権利があるし、エダーナさん残念ながら死んでしまったので、はい。ね。まあ、あの人の統治が良かったっていうのは、そうですね。割とやっぱだから、個人の尊厳よりも古文集団の利益を優先するサイプレッサさんにとっては、エイダーナ以上はいないっていうところだし、でエイダーナさんに対する連邦の気持ちがもうあって、すごくいろいろなものが混ざって固まってると思うんです。そうですね。でこの方が植物だから余計に地に根を張ってると思うんですよ。愛とか、いろんな思い、悲しみ苦しみとか、後悔とか、いろんなものが根付いてると思うので、水でね、土壌を柔らかくして耕してあげて、新たなフェーズじゃないですけど、忘れたり捨てたりする必要はないんですよ。ただまた別の、だから趣味抜けた穴に詰めるんじゃなくて、もう一個持つものを増やすっていう考え方でこの選択肢を選べたらなと思います。よかった。花屋さんありがとう。はい。遺産は守れない。でもあなたはそれを受け入れ、新たな形の幸福を見つける。どうしたの？幸福が見つかるんだからいいじゃない。いや、それは幸福は私にとって何の意味もありません。そんなことないよ。そんなことない。いや、まあ望みを持つのは自由なんだけど、なんか苦しいな。自分の感情を否定しないでほしい。私の望みはエイダーナの遺産を永遠なものにすることです。永遠なものなんてないよ。知っています。自分が無意味な試みをしていることは初めから分かっていました。それでもやらなくてはならなかった。でももう諦める？いいえ、たとえほんの一部だけであったとしても、エイダーナの遺産を残し続けることには価値があります。なるほど。まあそうですね。古文にとっても、まあエイダーナさんが全部悪かったわけではないと思うので、エイダーナさんが残した良いものと、一緒にエイダーナさんの遺産を残すってことは、サイプレッサさんが心を動かされたっていう、おそらくほとんど子は善は子であった己がもしかすると初めて持ったかもしれない個人を、サイプレッサを構成するものすごい大きな要素だったと思うんです。この恋心っていうのが。ですね。なのでそれをやっぱ残しておきたい。だってわからないから、自分の中で持っておけないから、エイダーナの遺産としてその外部にちょこっとだけでも残して、それに押し付けたいんでしょうね。でもなんかサイプレッサさんへの評価が変わりました。180度なんか変わりましたね。やっぱり。変わりました。まあエイダーナさんへの評価は変わんないんですけど、一人はちょっと変わんないんですけど、未来を覗かせてくれたことに感謝します。そして
私をここに招いてくれたことも、あなたに幸運があらんことを。あなたにもね。おー、残り30サイクル。おー、でもすごいいやー、サイプレッソさんの評価がすごく変わりましたね。あの方をおさりすることは避けたいんですけど、あの方が幸せになってほしい。そうですね。まあさすがに勢力は動いてないけど、ただこれでやっぱり学者方面にいろいろ言ったら動いてくれるんじゃないかな。どうなんだろう。はい。まあそうですね。昇進とかは変わってないですね。はい。戦士だけはね、10分の10で得ているので。そうですね。なんか動いたとかな、何なんだろうな。特にそれは変わってないっぽいですけど、でも他に何することがあるのだ。まあ、また水のカード増やせばいいのだろうか。でも水のカード増やす。べしゃべしゃに。べしゃべしゃに。べしゃべしゃになりますか。べしゃべしゃになればいい。報告書増えてないかな。なんか情勢が変わった、もう全部。わけではないのね。そうですね。だから学者はまあそうですね。まあ、ただサイプレスさんがただ単に現状維持派っていうわけではまあなかったというところであれなんですけどね。ただすごく私事なので政治に持ち込むべきではないんですけど。そうですね。いやただその人間感情があるというか生きているものがやるから政治にも感情は混ざるんですけど、でも誰かを守りたいとか差別をなくしたいとか戦争紛争虐殺したくない平和大好きっていう気持ちがあればね、いいんだけど。ただね非常にこれバランスの悪いのは相変わらず風がないぜっていうね。風ください。でもどうしたらいいのかな。あそこのテーブルの上の水晶玉って覗けません。だから今なんか預言者がコメントしてくれてますけど、ダリアさんとパトリスさんが帰ってきてくれてからまあ話しかけるとまあ確かにそうだろうな。なんか変わるっぽい。こっちで行動してサイクルを進めないといけないってことですよね。どうしよう。エアーさんさ、もうちょっと。いやでもエアーが選べないからな。結局なんか土のカードとか作ってもなんか保守的な方向に行っちゃいそうだから、そうですね。そうですね。土はそもそも保守的なエネルギー、土なのでね。サイプレスさんにぴったりな属性というか。エアーよこせやって言ってエアーをくれなかったので。いやでもエアーのためにさっきの選択肢を変えるわけ選ぶなんて、そうですね。非道なことをね我々はできないので。そうですね。それはさすがに。それは我々がしちゃダメでしょ。そうですね。それはそうだ。だからとりあえずセーブはしておくけど、とりあえずどうしようかな。寝ればいいのかな逆に。寝てみますか。寝たら多分あれですよね。そうですね。サイクル経つので。はい。多分他のやつ読んでたってもしかしたら時は進むかもしれないけど、新たにね協力者の人が来るには一晩経てばね誰か来てるんじゃないかなっていうところですね。はい。じゃあ寝てみますか。久々に。ずっと寝ないで話を進めてきたんですけどはい。多分魔女には必要ないかもしれないですけど、やっぱ地球の慣習としてね、残っているいろんなものがあると思うので、下手すると予知夢が見れるのでちょっとそうですね、眠りましょうか。前もありましたよね、寝た時。そうですね。カードの何かが出てきてくれるはず。
あなたは夢を見た。あなたは建築家対草でできた城の設計を依頼する。建築家は設計の報酬としてあなたの肝臓の一部を要求する。あなたはソースと赤ワインと玉ねぎとローズマリーでそれを調理する。建築家はあなたにも少し食べさせてくれ。それはとても良い味がする。自分で食っちゃうんかい。ていうか建築家といえばグレーテさんですけど、グレーテさんとフォルトゥーナさん、すごく良い関係でしたもんね。すごくお互いにリスペクトを持って、なんかこう絆をね、一回の開口ですごく育んだと思うので、そうなんか愛だなーって思うけど、ちょっとおかえり。パトリスお姉さんも帰ってきたし、テアさんも来たし、なんか来訪者もいっぱいいるぞ。しかも私のシティフォルトゥーナへそっちへ行ってもいいかな。今選挙のことで忙しい。私も自分の力を使えるようになってきたから、何か力になれること、いやいっぱいあると思う。めっちゃいっぱいあると思う。カイヤさんありがとう。フォルトゥーナへ現在進行している選挙に影響を与える紛争についてあなたにお伝えしたいことがありますので、ご都合の良い時にお呼びください。紛争って何？怖いよ。またテアさん怖いんだけど。紛争、もしかするとだからそのグレーテさんの話かもしれない。でも多分グレーテさんは我々が言ってること絶対に何もないでしょ。ちょっと見てみますか。他のお姉ちゃんが言ってた分でどうなってるか。そうですね。でも今のところ動きはないかな。動きはないです。戦士なんかサイプレスさ1に気のせいか減るまでが。やったー、ありがとう。協力してくれそうな存在が見つかったよ。ここを訪ねてくるはずだ。彼女の名前はプリエル。感覚を司る魔女。また新たな方が。彼女は意志を持つ者の知覚や感覚に影響を及ぼし、幻覚や共感覚、あるいは人間には本来備わっていない感覚すらも与えることができる。幻覚っていうのを最近ちょっとね、どっかポストで見たんですけど、確か精神医学用語なので使わない方がよろしいみたいな。ああ、そうなんだ。だから難しいですよ。妄想も多分ね、医学的なあれだからやめた方がいいというか、だからその言葉の成り立ちどうやって使うか、結局そこに今までの社会が精神障害者への差別が苛烈で未だにあるので、やっぱだから純粋に引用して類義語として使ってるというよりか、やっぱ差別的な部別的な意味を含んでしまうというところを考えると、確かにそうダメっていうか、避けた方がいいかっていう。やっぱ言葉について知らないと難しいって思ったけど、難しくて叱るべきだとも思うので、今後もちょっと頑張っていきますね。特にやっぱ、ネットスラングは危ないですね。ミームとかね。はい。気をつけますね。現在の古文の状況に少し不安を感じているとのこと。彼女と会うことで何が起きるかはわからない。ただ、とにかくここに来るようには伝えておく。変わってないかな？で、あれでしょ、お姉ちゃんにもまた指示ができるってことでしょ、多分。ああ、そっか。それでもう一回パトリスさんに話しかけると、何かやって、また、そうですね、指示が、さっきみたいに、さっきというか、ああ、本当だ。どうなんだろう。でもこれまたやっぱパトリスさんは協力者探してきてくれた方がいい気がしません？いいのかな。方針アピールとどっちがいい？でも方針でもなんかな。アピール、ダリウスさんはもう次から方針アピールさせた方がいい気がするんですよね。ただダリアスさんが方針アピールを単独でするの怖いんですよ。でも逆に怖いか。どうします？パトリスさんにじゃあやってもらえます？いや難しいな。ただやっぱなんで本人が言わないのって話にもなっちゃうかもしれないけど、ただパトリスさんが上手にダリアだったらこうしてくれるよって言ってくれるんだろうけど、ただ協力者を何人ぐらいまで増やせばいいのかが分かんない。分かんないですね。ただ単性だから協力者の数に多分限界があると思うんですよね。数増やせ
増やしても協力結局してくれなかったりとか、まあさっきのね学者寄りとかサイプレッサ支持とかジャスミン支持の人が来るかもしれないじゃないですか、どちらかというと、最悪だからまあ説得するのに時間かけてもあんま意味なかったみたいな可能性もあるので、そうですね、とりあえず初手で協力者探しと、あとカイヤさんが来てくださるので、そうですね、とりあえずはお姉ちゃんにはだからと方針の問題点指摘はね、修文を発掘はやっぱちょっと邪悪なので、なんだろうな、ゴシップっぽいけど、問題点を指摘っていうのはまあ必要かもしれない、批判はね。そうですねと思うけど、まあでもそれを多分ダリアさんにさせるとわけわかんなくなるので、その選択肢を選ぶのであればパトリスさんですけど、方針アピール、まあでもそうだな、ダリアさんにも、パトリスさんにも方針アピール、でもどっちがいいんだろうな。パトリスさんには問題点指摘、それともエネルギーは取った方がいいんですか？もしかするとエイブラマーチャンスがあるかもしれない確かに。でもエネルギーはまあ今んとこ協力者から得られてるし、エアー以外は超余ってるからまあエアーを必要って言われない限りは大丈夫じゃないかな。だってエアーと他のやつ10倍違いますからね。そうですね。なんでかなはい。方針アピールと問題点指摘どっちがいいかな。まあまだ最初だからアピールでいいんじゃないですか。そうですね、アピールをしたときに、なんかこういう反応が来たから、じゃあ指摘してきてって感じがいいのかな。じゃあアピールしてもらえますか。私たちの方針アピールしよう。対象はそっかパトリスさんが言いに行って、誰に響くかでしょ。学者じゃないですか、やっぱりこの展開で言ったら。だってさっきサイブレッサさん来てたし、学者じゃないかなって。あるいは生産者に先にちょっとジャスミン寄りだけどもみたいな感じに行くのか。でもそうか、カイヤさんがでもカイヤさんがそうか、生産者の方がいいのか。生産者か若い魔女。そうですね。かなって思うんですけど、だからパトリスさんが気難しい人たちはパトリスさんが言いくるめてくれないかなと思うんですけどそうなんですよね。だから学者でいいんじゃないかなって気がするんだけど。学者でいきましょうか。本を整理していらっしゃるので、そうですね、知識がすごくある方だから、もしかしたら学者さん相手に聞くかもしれない。探検家はちょっとだからまた、ダリアさんでもいけると思うので、そうですね。そうですね。行きましょう。わかった。やってみる。世界でありますように。数サイクル後に戻ってくるよ。お願いします。お願いします。お願いします。ということで皆さん大好きなカイヤさんを呼びましょうか。カイヤさん。はい。来てください。あなたを待ってました。はい。はい、待ってた。おー、かっこいい。素敵。なんか増えてる。オプションが。素敵。やっほー。いらっしゃい。調子はどう？すごく楽しんでる。本当？若い魔女たちがガーデンを見つけるのを手伝ってくれて、すぐに栽培を始めたんだ。あなたが予言したように。というか、あなたの予言に触発されてかな？トゥルースチリを作ったよ。待って。早っ。やば、すごい。あまりにもすごすぎるけど、カイヤさんの声を忘れてるので、前回と声が違ってたら申し訳ございません。はい。見失ったんだな。もうできたの？魔女のガーデニングって本当に楽しいね。タイムスキップすれば、数分のうちに作物全体が育つ様子が見れるし。楽しんでるようでよかった。そのトゥルースチリの効果はどうなの？抜群よ。若い魔女と集まって真実が挑戦化ゲームをやったんだけど、すぐに収拾のつかない事態になった。仲間たちとおしゃべりしてる。
やったー。いやーやっぱ若い魔女ってめっちゃよかったですね押してくるから、うんうんやっぱアピールはカイヤさんにお願いした方がいいですね。そうですね。うんとなると、でもやっぱ生産者だから、やっぱルイーズさん来てくださるといいんですけどね。うん。うん。この選挙でも役に立つんじゃないかと思って。討論の前に候補者全員がこれを食べたらどうなると思う？それちょっと若干怖い。ダリアさんが何言うかわかんない。いやでもダリアさんは別に嘘ついてるわけじゃないし、そうですね。ただね、うん討論の前にこれを飲ませると、サイプレッサさんのうん。秘密が、そうですね。エイダーナを残し手元に置きたいって言い続けちゃうかもしれないから、いや、ちょっと微わかるよ。妙だけど。それを知る前だったら、うん。サイプレッサさんの秘密を知る前だったらトゥルースチリめっちゃいいねって思ったんですけど、うんただね、もう、フォルトゥーナさん予言しちゃってるので、うんトゥルースチリがこのなんか選挙でなんかめっちゃ役立つよみたいな、そうですね。とおっしゃってたので、まあ、どこでどう使うかですね。最高じゃない？かもね。ああ、もちろん、政治ってのはそんな単純なものじゃないかもしれないけど、まあ、使うかどうかはあなた次第だから。高齢の魔女たちにもこれを見せて、私たちは討論の前にこれを使うと伝えてこようか？高齢の魔女はだからなんか言われたくねえことがあるんだったらトゥルースチリの存在を恐れるでしょうけど、そうだ、トゥルースチリの使い方よ。どこで使うの？最後の、だから選挙討論で使うんじゃないですか？でいいのかな？うん。高齢の魔女たちに私たちは討論の前にこれを使うよって言ってもらっていいのかな？カイヤさんのターンを、だから高齢の魔女たちに割いていいものか。でも若い魔女多分すぐ取り込めるとは思うんですよね。ダリアさんもすごく、多分若い魔女受けがいいので、まあでもなのでカイヤさんが高齢の魔女たちに見せて戻ってきてくださった後、若い魔女に行ってもらう。で生産者をだからやっぱとりあえず取り込めそう。高齢の魔女たちなんかまあでもトゥルースチリは多分その私たちの選択によってまあうまいことねカヤさんが調整してくれたんで、本当ラッキーだったんですけど、ありがとうございます。 40% でなったからね、第5回6回か第5回か参照してください。ただね、だからまあこれは運でいいんじゃないですかね。結局アイテム使うか使わないかの話で、使わなかったら普通のルートになっちゃう気がするんで。まあでもそうですね。やっぱ、トゥルースチリでみんなで腹を割って話すよっていう、予言をしてるのでね。はい。確かにそうですね。はい。これでいきましょう。別に嫌がらせじゃないですね。そうですね。お願い。オッケー。これが裏目に出ないといいけど。自分にやましいことがないなら心配することなんて何もないでしょ？それはそう。だね。なんでフォルトゥーナさんなんかそんな感じなの？いやだからエイブラマーの件があるからじゃないですか。みんな忘れてるけど。だけど討論でもよかった。だから結局これ下手すると、そっかフォルトゥーナさんが立候補してトゥルースチリを飲んで私はエイブラマーを呼んだぞみたいな。私が新しいカードを作れるようになったきっかけがエイブラマーでって突然言い出すんですが。そう怖いな。いやでもダリアさんが通ればいいので、ただその事前にベヒモスに、と契約してる魔女に支援されてるだなんてダリア最低ってなっちゃったら怖いんですけど。まあそうですね。それはまあフォルトゥーナさんが死んでも食べなければいいだけの話なので。それはそう。フォルトゥーナさん頑張って。今度出かけるときに高齢の魔女たちにこれを見せて討論の際に使っていいか聞いてみる。それと
古墳には慣れた？まだ自分の居場所を見つけようとしてるって感じ。魔法を学んだり宇宙について理解したりしてね。でも孤独は感じるかな。どうして？なんていうか、まだ自分が古文に属せてない気がするから。何かのプロジェクトに一員として参加してみたいなって思う。なるほどね。だからここに来たんだ。迷惑だったらはっきりそう言ってほしいんだけど。いや、迷惑どころかカイヤさんが3人ぐらい欲しい。はい、お待ちしておりましてめっちゃお待ちしておりました。そうですよ。でもだってこの方を救うためにね、頑張ったので、はいまあ、救うっていうとちょっとまああれですけどおこがましいですけど、でも仲間になってくれたら本当嬉しいですよ。だって新入りだし。そうですよ。でね、やっぱね、社会に抑圧されて差別されてる方々を救うのは我々の義務なので、マジョリティの義務なので、それはそうですね。救うで正しい。だって正当に持っている権利を侵害されてるから、ね、って思う。そうだな。あなたのチームに私を入れてくれない？何でもするから、コズミックコーヒーを用意する係でもいいし、その他必要なことなら何でも。コズミックコーヒートークですか？ね、私にできることがあれば力になりたくて。ありがたい申し出だわ。じゃあ私も加えてくれる？まあもう下は考えなくていいでしょう。政治に関わらない方がいいよって何ですか？生きてるだけで政治に関わってて。その通りです。はい。でしかもカイヤさんは地球にいた時には余計にその政治に苦しめられていたので、はい、その通りですね。ね、トランプ政権の時代にいなくてよかったなって思います。カイヤさんが。はい。救えてよかった。もちろんぜひとも加わって。やったー！聞き入れてくれてありがとう、フォルトゥーナ。後悔はさせないよ。私精一杯頑張るから。心強いよ。ここが私たちの本部だから自由にくつろいでて。ためにないことがあったら知らせるから。了解。おお、期待の新人。そしてダリアさんが戻ってきた。よかった。やっぱね、カイヤさん来てくださるの嬉しいな。めっちゃ嬉しいですね。おお、この絵面素晴らしい。我々はこれが見たくて。これが見たくて頑張ってましたよ。さて、しかしどうします？ペッパンバサボといいカイヤさんどっちに向かわせます？新入りか生産者しかないですよね、多分。どうします？だと思うんですけど。ダリアさんとも両方でも。高齢の魔女の話はとりあえず無視していいんじゃないですか、今は。多分だって出かけた際にちらっと言うっていう話だから、別に学者を説得しに行くわけじゃないから。で学者の方には、選手はあれですよね。選手は今 100% 支持だから今行く必要はない。よかった。はい。はい。だから、そうですね。ダリアさんの方針がぶれない限りは大丈夫なので。そうですね。こっちがなんかやれない限りは、まあ、ほっといていいと思います。で、まあ、学者は今、パトリスさんが、でも生産者やっぱでかいですね。2人で行かせますか、もう。これ。もう行けって。どうなんだろう。単性なので、ちょっと動きによってはもう一回じゃあ次ダリアさんに行ってもらおうの方がいいかもしれない。どっちが票が動くかが分かんないので、ただ新入りを固めておく方がいいのかな。新入りに2人で向かわせるってのはありかもしれない。悩ましいな。そう同時に向かわせるか、連続で
第一第一手がもうカイヤさんで、第二手がダリアさんみたいな感じで、連続でいくか、でもやっぱ他のところがな、やっぱちょっと、そうですね、そこ2つがやっぱちょっと、新入りしっかりがっちり固めたいので、新入りでもやっぱ、新入りっていうコミュニティに、カイヤさんが属することができる可能性もあるので、そうですね。とりあえず生産者でもありますからねとは思うけど、なのでその2つを、残りのサイクルでカイヤさんに新入りと生産者行ってもらうとして、でもとりあえず最初はでも生産者に行ってもらった方がいいのかな、カイヤさん。難しい。なんだこれは。なんかめっちゃストラテジーゲームみたいになってきたけど、ただあまり深く考えすぎなくてもいいんじゃないですか。だって明らかに生産者と新人という属性を持ってらっしゃるから、どっちかでしょう。でダリアさんは生産者も説得したいし、新入りも固めたいしっていうとこですね。まだ学者の方に行かなくてもいい気がするので。ダリアさんに話聞きましたっけ？そっか、ダリアさんにまず話しかけてみますか。あれ？選べるか選べないか？あれ？ちょっと待てよ。こちら選べるんだ。私たちに協力してくれそうな存在と約束を取り付けてきたよ。もう見つけてくれたんだ。すげえ。さすがです。ありがとうございます。最初ペーパーマスターさん連れてきてくれたっていう意味なのかなともちょっと思ったけど、そうじゃなくてまた別途いるんですね。個人で、すごいな。だから、カイヤさんとしっかり絆を築けたし、そうですね。導いたのがやっぱフォルトゥーナさんなので、私の死って呼んでくださってる。めっちゃ嬉しいな。嬉しいな。対応は任せる。ここに来ると思うからよろしくね。名前はメナカ。探検家の魔女たちの隊長でもある。探検家。探検家。待ってた。探検家ありがとう。素晴らしいですね。足りないところに手が届く。そう、隊長を連れてきてくださるからめっちゃいいですね。だから、対応間違えなければ勝ちです。勝ち確ですよ。探検家は OK ですね、じゃあ。はい。多分。じゃあ、やっぱどこに行かせるかってあれだよな。隊長というのは古文における正式な肩書きじゃない。探検家たちが敬意を込めてそう呼んでるらしい。その事実は考えようによっては、正式な肩書きよりも大きな意味を持つかもしれない。それはそう、人望でしょ？だから名前ばかりの社長より、やっぱ、ね、尊敬されて呼ばれてる方の方が全然の方がね、やっぱ影響力とか人望が厚いので、やっぱそういう方が応援してる方だったら、だから一緒に応援しようってなりますよね。同じビジョンを持ってるっていう、ってことになるので。メナカは宇宙の外縁をしばしば探索し、発見したすべての星を地図に追加し続けている。すげえ仕事してるな。また、古文が探索した領域で起きたあらゆる変化をリアルタイムで反映する独自の太陽計器すら開発している。それ欲しい。いいな。それ欲しいとか言って。そしてつい最近、この選挙のために探索から帰還した。選挙に参加する姿勢、素晴らしいですね。当然なんですけど。素晴らしい、当然だけど素晴らしい。はい。彼女を味方にできれば、古文の探検家の魔女の支持を得るのは容易になる。さすがです、ダリアさん。さすがですね。重要な魔女を連れてきてくれた。さすがです。だってここであれですか、カイヤさんも話しかけられたりするのかな？もう。頼むのね。頼みができますね。だから、カイヤさんは。協力者、どうです？もう一人連れてきてもらうことができるのかな？いやカイヤさんでもコミュニティがって言ってるから協力者難しいだろうな。でも難しいんじゃないですか。方針アピールの方が良くないかな。アピールを生産者か新入りかどっちかかな。私たちの方針をアピールしよう。対象は若い魔女か。やっぱとりあえずでも若い魔女。どっち若い魔女生産者。
まあ難しいですけど、まあどでもやっぱっちでもいいような気はするんだけどな。ただやっぱ、うん。でも話で出てきたのって結局若い魔女の話しか出てきてないので、ああ、そうですね。まだガーデンにやっぱり根を張るようなところまではおそらく行ってない。多分ね、だから生産者の人たちのコミュニティがうんぬんっていう話が出てたら、もうちょっとあれだったけど、今回若い魔女たちがよくしてくれてみたいな話だったから、そこ行ってもらえますか。はい。ああ、いいね。良い法案が広まるようにやってみる。嬉しい。ありがとう。そしてダリアさんをどうするか。方針アピール。協力者か。あなた、協力者をだから、何人ほど協力者が必要かどうか。でも今、協力者なんか次々集まってきてるから、とりあえず方針アピールしてきた方がいいのかな。で、方針アピールで生産者のところに行った方が良くないですか。生産者これなんかあんまり放置してるとひっくり返せなくなるような気がするんですよね。ただ協力者をやっぱ初手で集めておかないとサイクルで、だから時間切れになる可能性もある。そう大勢を動かせるようになると、だからその同時進行で2、3人5人ぐらいが動いてくれるみたいなことになるのであればですけど、ただそれを候補であるダリアさんにさせるかって話なんですよ。ダリアさんは方針アピールして、他の人が協力者を探すの方がいいのかな。パトリスが協力者探してくれた方がいいかもしれないですね、次のサイクルで。かな。本当に協力者欲しいですけど、サイクル数が残ってれば残ってるほど、早めに集めればそこが動かせるので、そうですね。とは思うけど、一人に1サイクル使ってるわけじゃないでしょ。何人かが出てって同時に何サイクルかで戻ってくるって感じですもんね。多分そうですね。そうだからやっぱり協力者がいるなら初手でもうちょっと集めておいてがいいだろうけど、悩ましいな。でもとりあえずアピールしますか。アピールしていきますか。生産者へ。生産者。探検家はそうですね。探検家はとりあえず大丈夫だと思うから。大丈夫そうなので。はい。宣伝の時間ね。任せといて。いや頼みますよ。10秒ぐらい。そんなに簡単にいかないと思うけど。はい。お願いします。だって、ドキドキだ。そして、誰ですか？にゃーにゃは探検家かにゃ？違いますね。あれか。こんにちは。最近あなたのお仲間と話をしたんだけど、ひょっとしたら私たち協力し得るかなって。特に政治的なこだわりとかはないんだけど、私の力を使って大変な状況にいる子分のみんなを元気づけることができないかなと思ってどうかな。そちらを訪ねていた時があったら教えて。感覚を司りし魔女クリエル。パトリスさんが呼んできてくださった方ですね。そうですね。やったー。けどとりあえずあれか、テアさんの話聞いといた方がいいのかこれ。そうですね。なんかテアさんが不吉なので先にちょっと話を聞いてからクリエルさんの方がいい気がする。しますか、先に来てましたもんね、だって。そうですね。でもしかするとだからグレーテさんが釈放されたのかもしれないので、グレーテさん味方につけてくれるんだったらそれはほどありがたいことはない。そう、絆を 90% 以上にできましたからね、確か。はい。固い絆でフォルトゥーナさんと結ばれてるので、テアさんもそうですけど。はい。ということで、お久しぶりにテアさん呼んでみますか。はい。お願いします。久しぶりです。久しぶりです。やっぱかっこいいですね、裁定者さんのデザイン。そうですね。ね。またお会いできましたね、フォルトゥーナ。来てくれてありがとう。紛争ってどういうこと？こっちにも影響がありそうなの？実は、翡翠の匠の古文の中で内戦が発生しました。ガチの戦争ってことですか？内部だから内戦？内戦？いや、だとしても、やっぱ
やっぱこのゲーム全人類やってマジで戦争がどんだけくだらねえかがよくわかるよ。争いは私たちの予測を上回る速度でエスカレートし、この数週間で多くの魔女が犠牲になっています。よって最低期間は犠牲を最小限に食い止め、他の子分の紛争への参加を制止するべく調停に乗り出しました。なるほど。まず第一に、翡翠の匠たちがどんな見返りを提示しても絶対に戦争に加わることはないよう全ての子分にお願いするつもりです。助けの手を差し伸べる場合は人道的処置に留めてください。実はあなたに会ってもらいたい魔女がいるのです。あなたの占いの力は私および最低期間を大いに助けてくれています。あなたなら翡翠の匠を離脱して難民となった方々の力になっていただけるのではないかと思いまして。難民の方を保護すべき方々です。はい。入管で虐待しないでください。はい。いはい。や、それはまティアさん、協力するしかないですけど、どうすればいいんだろう。テアさん、日本の入管入ってぶっ壊さないね、テアさんをトップにするからさ。いや、マジで。冗談抜きで。いや、本当に、創作物だったら、戦争かわいそうって言えるのに、現実の戦争はなんか他人事みたいな人多いでしょ。で、人道的措置ね、支援物資を入れないイスラエルっていう悪党がいるでしょ。アメリカもそうですけど。ふざけた。もうなんか、マジで、戦争、紛争、虐殺、差別、クソ、消えろ。よし、消した。今私が消しましたので、魔法で。はい。はい。この混乱を落ち着かせるためにも。わかった。チームのみんなと話してみるよ。いや、もう話すまでもなく受け入れよ。対応の結果次第では、あなたたちにも恩恵があるかもしれませんしね。まあでもこれはテアさんが信頼して言ってくれてんだから素直に受け取っていいんじゃないですかね。本来だったら確かに。逆にでもやっぱテアさんの口から中立であるべきだけど今回その人道的支援のためにって言わせたくないでしょ。裏切るというか、テアさんが孤立するかもしれないので、だったらやっぱ打診してくれて信頼してくれてありがとうの方がいいと思いますよね。大丈夫かな。テア、打診してくれてありがとう。いえいえ、お礼を言うのはこちらの方です。平和の回復にご協力いただいているのですから。平和の回復、平和の回復。本当にマジで。はい。事務所には私から伝えておきますね。頑張りましょう、本当に。戦争って人間が始めるから人間が止めれるんです。はい。止めれない戦争なんてないんです、本当はね。その通りですね。そして、事務所から難民の代表であるジーラにも連絡してもらいます。あなたと接触するようにと。わかった。力になれるかはわからないけどね。わからなくてもやるんです。わかんなくてもやるんです。ただあって、あなたたちにできることがあるか考えていただければ、それで結構です。そこから始まりますからね。何でも。できなくても何か別の支援を考えられるし、拡散とか、つてを伝うってことができるじゃないですか。はい。だからやっぱ平和のために尽力しますっていう姿勢がないとね、ダメですよね。だからテアさんには感謝しかないです。信用してくださってありがとう。なるほど。それくらいなら。では、以上となります。何か告白することはありますか？ないよ。あるけど。ごめん。すみません。
これを聞くのも規則ですので。終わりました。今回もお時間をいただきありがとうございます。来てくれてありがとう。それでは。ああ、よかった。難民を救える。ありがとう。ありがたいですね。ありがとう。そしてお姉ちゃんお帰り。なんかすごいいっぱい来た。やばいぞ。やばいかな、もしかして。動いたかなあ、数字メモっときゃよかったな。ああ、そうですね。ジャスミンは新入りの魔女たちと交流を深めようと自分のガーデンでティーパーティーを開いた。お、政治資金パーティーか。おー、ジャスミンが先に新入り向けに動いたのか。あー、なるほど。よかったー。あれですよね、カイヤさんはシーデさんのとこに行っていただきますよね。カイヤさん、そうですね。だから行ってるから逆転できるかどうかですね、これ。よかった、カイヤさん動いてもらうとって。ですね。ジャスミンさん、結局、やっぱ多分、新入りの魔女たちに対するダリアさんの影響力を鑑みて動いてるんですね。そうですね。やっぱ頭いい方だな。そこで何が起きたのか知らないけど、参加した多くの若い魔女たちがジャスミン支持にくら替えした政治資金パーティーか。やっぱ。うわー。まあ、魔女だからな、魔法を使うっていうのはありなんだろうけど。で、そして投票予測の全体だか結局ひっくり返っちゃったか。頑張りましょう、これ。頑張りましょう。気を抜かない方がいいね。いやー、ね、お姉ちゃんすげえ、新人が 100% になっている。ひどい。何これ。14人全員が。新入りの魔女のジャスミンさんだって新入りの魔女の教育大変だから受け入れないって言ってた人だよ。いや、何をやったんですか、政治資金パーティーっすかって。やっぱ言うしかないでしょ。ちょっとジャスミンさん、すいません、ジャスミンさん、下げないで。あなたの評価を下げさせないで、我々政治資金パーティーはやめてください。日本の大問題なんです。ぶっこ抜かれたの辛いな。まあでも多分ね、カイヤさんがいらっしゃるからちょっと多分まあ回復してくれれば。そうですね。やっぱりカイヤさん投入したの間違ってない。危ない。っていうか、パトリスお姉さん、学者が全く動いてないんですけど。動いてないです。はい、動いてない。いや、ほぼ動いてないですね。はい、音花風花は数字を覚えられないので、はい、ちょっと烏丸さんに全部託してるんですけど。でも多分、学者の、まあでも、何にしてもなんかあれか、結局その敵情視察をしてきてくださってるから、一応、助かったのか、ジャスミンさんの動きが分かったので。そうですね。だからで、まあお姉ちゃんに次どこ行ってもらうかでしょう。やったありがとう。でも学者に方針アピール。そうか、これから選択しなきゃあれ動かないのか、数字。じゃあやっぱじゃああれか。じゃあダリアさんとかにも何回か話したらあれか。で話がなくなるまで聞かなきゃダメなのか。怖いな。セリフクリックミスが怖い。何人かの学者たちと長話をしてきたよ。なかなかいい感じで話せたと思う。私は古文の書庫の管理者だから、学者のほとんどは知り合いだ。かなり有意義な会合になってんじゃないかな。やったー、読みが当たった。ありがとう、パタリスお姉ちゃん。大好き。多くは私たちの方針に可能性を見出してくれた。動きましたね。動きましたね。よかった。学者が逆転した。ありがとう。でももうちょっと欲しい。やっぱもうちょっと欲しいな。やっぱちょっと頑張りましょう。やっぱサイプレッサさんの支持層がめちゃめちゃ重いんだと思うんですよ、これ。そうですね。硬い？ガンガン支持層を持ってるのはサイプレッサさんですよね。だからサイプレッサさんがどう動くかによってはちょっと怖い。ですけどね。ただそのジャスミンさんにゴロッとそこが動くのも怖いんですよね。もうちょっとどうにか。やっぱでもそうだな。自分たちのいいところアピール。だからとりあえずお姉ちゃんにどっか行ってもらった後に来訪者さんたちを迎え入れますか。箱の人
巡礼者さん。ですよね。はい。ですよね。来ると思った。そうだよね。しかもでもあれか、でもお姉ちゃんに言ってもらお姉ちゃんがいるときに呼んだらお姉ちゃんも同席してくれるの？ちょっと待って、どうなんでしょう。魔女フォルトゥーナへ我々は共に道を歩むのか、それとも異なる道を行くのか、今こそ決める時だ。いや。一緒に生きようよ。めっちゃ対決異なる道はそうでしょ。道は違うけど世界は一つなんですよ。わかる？はい。いやー、ここで巡礼者さん来るのか。そしてこの方は多分これですよね。ユエニアさんでしょ。フォルトゥーナへ訪問者の受け入れが可能であったことを死である私には知らせないとはどういうことですか？元気にやっているのですか？おせっかいをするつもりはありませんが、2世紀の流刑を経たあなたがどうなっているのか確かめに行きたいと思っています。再びあなたと会えるのを楽しみにしています。ユエニア。はい。でもユエニアさん来るならおじかのパラディン使いたいけど、でもあれ AI いりましたっけ？でもどうだったっけ？ちょっと待ってくださいね。あれでもパラディンは土じゃなかったでしたっけ？でも とりあえずでもお姉ちゃん動かさないとタロット作ってる間にサイクル動きますかね？どうなんだろう。ちょっと見るだけにします。はい。とりあえず見るだけ見て、動いちゃったら困るので、おじかは、土の実で作れる。はい。けどやっぱこれもその、オスは魔女になれない。人間と違い、鹿の民が、だからそういう意味だ。なるほどな。で、裏切り狩るためにその命を注ぎ、古文をしよう。だから魔女じゃないけど、魔女と共生関係にあるっていうことなんですね。そうみたいですね。でもこれ土だから別に作らなくてもいいんじゃないですかね。まあ23だから圧倒的に土あるから別に土作ってもいいけど。意味わかんない。どうなんだろう。なんかね、出てきて意味深なことを言ってくれるのかなって、やっぱ若干ちょっと思っちゃうじゃないですか。はい、違うとは思うけど。いやでもな。とりあえずでも、カード作っちゃうと、で動いたら怖いので、ちょっとお姉ちゃんを一旦、どこかに行っていただきましょうかね。サイクルがどういう計算なのかがわかんないから怖いよ。あれでも今残り26サイクルだけど、さっきより減ってないか。いや、お姉ちゃんが帰ってきたので、多分28から26になったのかな。はい。で、パトリスさんのことお姉ちゃんって呼んでる。私、フォルトゥーナさんと同期してる。やばいな。でもお姉ちゃん、やっぱ学者にお姉ちゃん言ってもらったのやっぱ正解でしたねっていうところですけど。そうですね。さて、果たしてお姉ちゃん一体どうしましょうかね、次の動きとしては。協力者探しかアピールか。もうちょっとでもまあ、預言者は触るべきではない。多分お姉ちゃんとは合わないので。そうですね。でも探検家は探検家の長が来てくださる、長っていうか来てくださるので、来てくださるみたいなんで、なので探検家はちょっとそこでうまくいかなかった場合にダリアさんをとかに行ってもらうとかがいいのかな。パトリスさん生産者はでも弱いのかな。どうなんだろう。どうなんでしょうね。協力生産者にさらに行ってもらうのがいいのか、協力者を探してきてもらうのがいいのか。結局だって生産者って、まあでもお姉ちゃんはいろんな多分ジャンルの人たちと、いろんな魔女としていろんな書物を見て、知識を蓄えておられるので、多分生産どこに行っても大丈夫なんですけど、パトリスさん自身の性格が嫌いっていう方とか合わないって方がいたら困るけど、でも生産者やっぱちょっと切り崩しとかんと怖いんだよな。でもな、お姉ちゃんどこに行きたい？協力者探しと方針アピールどっちが良い？お姉ちゃんわかんない。風花わかんないよ。いや違う、本当にわかんない。やばい。でも本当に難しいですね、やっぱ。ね、やっぱちゃんとね、正々堂々と選挙したらこんな感じで難しいんですよ。聞いてるかな？難しいですね。そう。
簡単、スマホ農場とか作ったら簡単なんだろうけど、我々はそんなことしないから、はどう思いますカラスマさん的には。お姉ちゃんどう動いてもらいましょうか。どうしましょうね。まあ、あんまり協力者言ってもあれだけど、ただ今、先ほど言ったように、あれ、さっきあれですよね、生産者行きましたよね、ダリアさんが。だから協力者探してくる人、今、いないはずなんで、だから2人の説得具合を見て、その後で、まあ、パトリスさんにも協力じゃない、方針アピールに動いていただくっていう方がいい気がするんで、今は協力者探してきてもらった方が良くないですかね。そうですね、協力者かエネルギー収穫ですけど、まあでもエアーが来なかったら何の意味もないので、そうですね、はい協力者を探してきていただきましょうか。はい、ということで、協力者探してきてください。やっぱお姉ちゃん、本当お姉ちゃん頼りになるな。いいね、心当たりがあるよ。じゃあまた数サイクル後に会おう。かっこいい、お姉ちゃんありがとう。さあ、そしてで、どうしますこの人たちを。順番通りにとりあえず行きますか。まずクリエルさん呼んで、それからまあ巡礼者さんかユーエニアさん。ユーエニアさん後から来ましたもんね。そうですね。で、隊長じゃないや。クリエルさんあれか、クリエルさんは最初のパトリスさんの紹介バージョン。パトリスさんが呼んでくださった方ですよね。はい。多分そうですね。じゃあクリエルさんをお呼びしましょうか。はい。なんかかっこいいぞ。テンガロンハットかっこいい感じですね。うわー、かっこいい。デザインかっこいいですね。こんにちは。ようこそ。いい場所だね、ここ。ありがとう。ここなら閉じ込められてもいいくらい。しまった。ごめん。会ったばかりで、いきなり大出現しちゃった。クリエルさん分かった。この人を多分説得に行かせるとダメだ。そうですね。ってことかなって思ったんですけど、どう思いますでも感覚の魔女だからな。多分悪意がなくて、だからその感じ取ったことを言っちゃうタイプなのかなっていう、ね、いやでも本当にかっこいいですよね、すごい。素敵。やっぱね、ファッションも自分を表現する大事な要素なので、そこは大事ですよね。すごいな。大丈夫よ。私はいつもこうなの。余計なこと言って場を寒くさせるっていうか。本当に気にしないで。私もよくやるから。まあそうですね。フォルトゥーナさんも感覚が強い方なので、そうですね。そこの点で通じ合いますよね、クリエルさんと。確かに。でも、200年もここで過ごせば、あなただってうんざりすると思う。四六時中、この壁に囲まれてるんだから。よし。じゃあ、今の出現の埋め合わせをさせて。どう？私の絵が消えちゃった？大丈夫。みんな元の場所にちゃんとあるから。ちょっと私たちの感覚を調整しただけ。素敵ね。私にもできたらいいのに。余計な苦しみがだいぶ和らぐだろうな。実は私がここに来たのはこの能力について話したかったからなんだ。というと、感覚の魔法は人を驚かすことはできても実際のところ何の役にも立ってないなって思ってて。いやめちゃめちゃすごい魔法だと思いますけど感覚ってすごく大事ですよ。だって五感っていうぐらいですから、何かを感じるってすごく大事なんですよ。生きてるのと同義なので、見る、聞く、匂い、ね、味、なんか触るとか、そういう、五感、大事ですよ。本当にすごいよ。すごく素敵な魔法ですよ。それ以外の選択肢はないですね。何言ってるの？すごく素敵な魔法じゃない。
あ、でも、素敵なだけじゃ、古文の尊敬は得られないから。いや、尊敬とかは得られなくていいよ。別に。尊敬、なんか難しいな、尊敬。でも、それは当然だと思うんだ。だって、私は、現実を一切変えられない。数世紀生きる中で、自分の中で折り合いをつけたつもりだけど、時々、自分が単なる偽物に過ぎないって感覚に襲われてさ。魔女が、そんな風に感じたりするんだ。だって、あなたには寿命がなくて、宇宙を飛び回ることもできる。偽物なんかじゃなく、れっきとした魔女でしょ？ああ、でも、言いたいことはわかるでしょ？私には、このトリックしかないの。そしてこのトリックは、実際は、この宇宙に何の影響も及ばさない。私はそうは思わないけど。あなたはそれで何世紀も悩み続けてるわけだから、きっと私にはわからない何かがあるんでしょうね。やっぱみんながみんな同じ感覚じゃないので、同じ感覚になるのは無理だけど、寄り添ったり一緒に考えたりすることはできるよっていうところはね、やっぱ大事にしていきたいですね。同情してくれなくても大丈夫よ。魔法のことを除けば、自分の暮らしはそう悪くないと思ってるし。同情なんて全然、私からすればすごい能力だもの。ありがとう。あなたは自分の能力についてどう思う？占い師なんでしょ？まあ、本心を言うなら責任が重すぎる。どうなんだろう、やっぱ苦しんでるクリエルさんと、能力つらいねっていう話をするのか、っていう。どうなんでしょうね。まあなんかでも責任が重いっていう話をするとなんか腹割って話せる感じになるかな。こっちで言ってみますか。はい。真ん中はな、真ん中は違うと派手な能力って何よってビームでも出すんかっていうそうねってなるじゃないですか。はい、とかね、なんかそう突然花火を上げられますみたいな、そんなことしたって話ですね。責任が重すぎるって感じ。先ね、結果を伴わないあなたの魔法が羨ましい。いた。ごめん。言ったでしょ？私も出現するタイプだって。平気よ。変わり者同士の方が気が楽だし。じゃあ、私は相手としてぴったりよ。こんな話を聞いた後に頼むのは気が引けるんだけど。何？あなたの新しい出来がすごいって話を耳にして、助けてもらえないかなって思ったの。私がみんなの役に立てる道が見つかるように。これどうなんですかね。普通に喜んでって占いたいとこだけど。いや、占い師としては、まず前置きとして、これは全てではないし、予言ではないですと。あくまで可能性の一端とか、ある視点から見たものであって、全てではないと。ただ、あなたの自己分析とか、現状整理にお役に立てるキーワードなり、言葉なりを引き出せたり、あなたの心を軽くできればいいなっていうものなのでっていう、やっぱリスクというか、占いってやっぱだからリスクを、信じ込んじゃうとか、陶酔しきっちゃうってなると、やっぱりそれは占いとして間違ってると思うので、だからそうだな、リスクとしては、だから私はまあ言うっちゃ言うんです。鑑定の中でも言うんですよ。あくまで一つの可能性だし、なるほど。金って
言うけど、そうだな。で、実際しかもフォルトゥーナさんの占いはだいぶ強いので、強すぎますからね。私がカード引くのと、フォルトゥーナさんが引くのとでは話が違うので、はい。やっぱとりあえず警告するのはやっぱ大事じゃないですか？そうですね。リスクについてまずは警告しますか。はい。まず、リスクについてあなたに警告しておくべきだと思う。どんなリスク？どっちがいいかな。完全に真実を伝えてしまうと、だから自分の予言能力とか全ては、まあサンバー論外としても全部伝えることになっちゃうから、まあ、初対面のクリエルさんにはまあ普通には上じゃないですかね。そうですね。やっぱ巻き込んではやばいというところなので、まあちょっと巻き込んでしまうことはどうなのかというところもあるし、多分ね、そう、完全に真実ってだから結局エイブラマーさんがね関わってるから、下手するとそうですね、エイブラマータイムがね来るかもしれないので、そうですね、上がいいかな。はい。未来を覗くことであなたの未来が変わる可能性がある。まさにそれを求めてるの。私のカードに書かれていた内容があなたの新しい道を作り出すかもしれない。望むところよ。私はどんな形でもいいから変化が欲しい。その後のことは私が何とかするから。そう、このメンタルだと占い受けていいバッチリです。なるほって思います。そう、提示されたキーワードから自己分析してなるほどって言える方は占いをすごく上手に使える方ですね。でやっぱ乗ってきてくれるあたりいいですね。やっぱある程度は誠実に伝えたいですからね。はい。オッケー。それなら占ってみましょう。どんなことを知りたいの？古文の未来に影響を与える方法を知りたいな。私には物理的に何かを変える力はないけど、この変革の時を生きるみんなを私の幻覚で具体的に助けてあげられる方法ってないかな？了解。私がデッキをシャッフルする間、自分の力にまつわる最も良い記憶を思い浮かべていて。でこの良い記憶を思い浮かべていてっていうの面白いな。お前ら来やがったかこの野郎。宇宙のは存在のひだを縫うように永遠に回り続け、その内部には未だ定義されていないあらゆる現実のかけらが収納されている。うわ、ここでワイルドカードが来た。確かこいつが出た時は答えの選択肢が全部埋まるんですよ。確かそうですね。やば、はい、なんでここで出るの？お前もっといろんなとこで出ていいよ。はい、起こりうる最悪の状況をみんなに見させる。魔女たちに各々がなり得る強力な姿を見せてあげる。候補者たちが提唱する理想の形を古文の魔女全員に体験させてあげる。より多くの魔女を古文に迎えた場合どんな感じになるかをみんなに体験させる。みんなに自分以外の魔女の気持ちを体験させる。いやー、これはやるべきじゃない。これはね、お互いの対話でなすべきことです。そうですね。まあなんかすごく魅力的な何かがあるんだけど魅力的な何かが提示されてる。でしかもこの選択肢だとダリアさんの制作に合うんですよ。そうですね。なのでダリアさんがエイダーナの遺体に秘められたたくさんの魔力でいろんな魔女が集まってくるよってなったっていう風には思う。そうですね。そうなんかどうしてもなんか紫色に目がいってしまいますけどそうですね。エアーがいっぱいある。すごい。でもそれでもこれっても一桁なんだな。王者たちがなんかこれも微妙だな。そう、これはこれでおかしいんですよ。結局はでもクリエルさんが思う形にしかならないので。そうですね。はい、どんなに詳しく聞いてもそれは、ならないと思うし、そうでこれは
これはね、陶酔を生みかねないので、依存になる。クリエルさんは誰かをエンパワーメントしたいのに、クリエル今日もあれを見せて、私はあれがないと生きていけないの。あれがないと自信を得られないのってなっちゃったら、クリエルさんの思うところじゃないと思うんですね。そうですね。なので、これはまあ、エナジーで、これはね、これして何か、確かに古文に影響を与えると思いますよ。でもどうするの？占いで言うのと実際に見せるのとではわけが違うんですよね。そうですね。こうならないように気をつけようねだとしても、わざわざそんな地獄をクリエルさんの力で作らせなくていいでしょ、って思う。ですね。なので個人的にはこれが好きかな。これが好きかなということで、まあ、せっかく宇宙の輪が出たので、はい、4番目ですね。より多くの魔女を古文に受け入れた場合、どんな感じになるかをみんなに体験させる。つまり仮想の未来の形を古文のみんなに体験させるってこと？そうかな？多分。面白いかも。実際に経験してみないと、自分が本当に求めてるものってわからなかったりもするしね。この反応大丈夫かな？どうなんだろう。仮想体験をさせることで、みんな自分がどんな古文を作りたいのか、よりはっきりわかるようになればいいな。幻覚はエンタメや欺きにしか使えないと思ってたけど、みんなに理想の姿や未来像を見せることもできるってわけか。とってもいいアイデアね。ありがとう、カードさん。ありがとう、エアーエネルギーさん。でもなんか、やっぱいい未来見せたいけど、やっぱ、あなたはこうなれるよっていう理想像を見せるのは、多分やっぱそれにすがっちゃったりとかしちゃって焦ったりとかするし、と思うので、結局未来史ができるわけじゃないでしょって思うけど、やっぱいろんな魔女を受け入れた結果っていうのは多分複数に入れておけば多分で新たな魔女がやってきた時にあなたはどう対応するっていうロールプレイだと思うので、それなら大丈夫かなって思ったんですよ。反応ちょっと微妙かなと思ったけどよかったですね。なんか楽しそうって言ってくれたので大丈夫そうかな。まあこんな感じかな。終わり？こんな簡単なの？地味なもんでしょ？ごめんね。すごいなって思ったよ。メッセージが直接的なのもいいし、カードの絵もすごい素敵じゃない。もっといろんなカードを見てみたい。私、あなたの常連になっちゃうかも。いつでも好きな時に来ていいよ。やったー。そろそろ行くね。あなたのカードが教えてくれたことを早く試したいから。頑張って。ありがとう。いやー、かっこよかったし、すごくいろいろ迷ったり悩んだりしてる方でしたね。はい。やっぱすごい力持ってるけど、はい。っていうところですよね。で、あと、そしてなんか、すげえいっぱい来てるんだけど、はい。なにこれ？またなんか新しい魔女さんが。これ探検家さんか？探検家っぽいですね。こっちが探検家さんか。ゴーグルがね、なんか。メナカさんですね。古文の探検家の一員です。私は宇宙の探索続行のため、そして魔女たちの幸福のためにどのような道かを、最善かを見定めるため、各候補者たちに回っています。メナカ。各候補者たちを回ってるんだ。なるほど。まあでも、会って話聞くのが一番だけど、まあでも会って話聞くときにね、囲い込まれるとやばいっていう。さて、とりあえず報告聞きますか？お二人から。そうですね。ちょっと指示出す前に。アウェイもいいところだったわ。やばいな。何せ生産者たちはみんな、ジャスミンの虜だから。
話すだけ話してみたけどね。数値に変化はあった？あ、いや、やっぱり言わなくていい。それより次にやることをしてて。とにかく勝たないといけないんだから。やばいな、ごめんなさい。生産者言ったけどダメだったか。でもちょっと上がった。ちょっと上がった。無意味ではなかったですね。うん。だけどってとこですね。やっぱ合ってるところに行くべきですね。で、戦士のとこ、どうなんだろう。戦士のところにあえてダリアさん行ってもらったら。いや、でもまあ、今 100% だから、あんま変わらないけど。あえて戦士のとこに行って、なんかこう盛り上げて、なんか、戦士の仲間たちがなんかこう選挙運動してくれるようになったよみたいな話になる可能性はあるのかもしれないけど、いやでもなとりあえず他には報告ないのかな。っていうか新入りの方の報告をカイヤさんに聞きましょう。まずそうですね、カイヤさん助けて。ああ、自分と同じ若い魔女たちと会うって楽しいね。あなたがどれだけ素晴らしくて、私のことをいかに助けてくれたかを説明して、あなたたちに投票するべきだって話をしたよ。おおかなり効果はあったと思う。私が本気だってことが伝わったみたいで。ありがとう素晴らしい。いや、むしろだからダリアさんをアウェーのとこに行かして申し訳なかったなって思うけど。そうですね。やっぱでもこれはすごいですね。若手のところ、新入りのところ、ジャスミン 100% だったのを 40% 以上取り返して古文全体でも勝ってますね。まあでもやっぱりそれでもまだ怖いですね。そうですね。相手がだって全部ひっくり返って49になるから。逆にだから生産者のところにカイヤさん行ってもらって、そうですね、行っていただきますか。で、ダリアさんを新人のとこに行ってもらえますか、そしたら。そうですね。多分結局やっぱ新入りの魔女のことだから結局あれですよね、カイヤさんのことを紹介してくださったのダリアさんでしたでしょ。そうですそうです。なので新入りのところにそうですね、話してくれてるはずだから、はい。というのはありだな。ということで、カイヤさんには、まあちょっと申し訳ないけど、生産者突っ込んできてくださってください。はい。だけど、その生産者コミュニティに行っていただくのいいですね。なんか、まあそうですね、カイヤさんのお仲間が広がるといいけど。そして、ダリアさんにも、若い魔女の。若い魔女。はい。お願いします。お願いします。はい。そして結構もう時間が風花さんだいぶあれしてるんですけど、最後誰呼びます？ユーエニアさんかって、巡礼者さん呼ぶとなんかまた喧嘩になりそうな気がするんだけど。だからそう、どっちを先に呼ぶかによって何かしら選択肢とかストーリーが変わりそうなので怖いんですよね。でもユーエニアさん基本的に味方じゃないですか。で今回6章でまあ始まって以来の重要な魔女なので、今回ちょっと最後にこの方呼んで終わりにしたいという気持ちもあるんですけど、どうですか？了解です。はい。ユーエニアさん。ということでユエニアさんを呼びましょう。そんな1時間も喋らないと思うけど多分はい。鹿の魔女さんですね。そうですね。はい。なので、もしかすると鹿の民の指示をいい感じにお願いできる可能性は。そうですね。可能性高いですよね。ユエニアさんがまあ今でもね師匠として思ってくれてるっぽい文章ではあるから、でもなんでまあ呼ばなかったのかっていうのは、まあバトリスさんでも呼ばない人だからな、フォルテーナさんまあ何かあったのかもしれないけど、自分に親切にしてくださる方を失うのが怖くて逆に反発しちゃうみたいな。そういう性格なのかな。なんかやっぱ、お姉ちゃんのこと大好きだけどママじゃないって言ってたじゃないですか。だから面倒を見られたいわけじゃないのに、だから多分ユーエニアさんにお世話は焼かれるけどそんなことをしたいわけじゃないっていう気持ちがあるのかな。可能性はあるのかな。まあ呼んでみましょう。師匠。師匠助けて。師匠絶対その隙間から入れないと思う。
あ、でもデザイン素晴らしいですね。だって、エメラルドなのか翡翠なのかによってちょっと変わるな。ああ、どっちだろどっちなんう、つでしょうね。けてるの。翡翠だったら、翡翠の民とかとなんかちょっと関係があるのかなって思ったんですああ、けど。そうですね。もしかすでも、ると。でもエメラルド、いいな、こんな大きいエメラルド、そう、めっちゃ高いですよ。エメラルドめっちゃ、ベリルの中でもすごい価値が高くて。へえ。そうなんだよな。いいな、素敵。こんにちは、フォルトゥーナ。会えてとても嬉しいわ。あなた、大丈夫？火のエネルギーがだいぶ弱くなっているようね。そんなことなくない？いや、そうでもない。本人が持ってる空気のエネルギーは弱くなっている。確かね、フォルトゥーナさんね、水か地下が苦手で、火のエネルギーが得意って言ってた気がするんですよね。そうですよね。でも、一番苦手なのは今んとこエアーなんですけど。どうしてどうしてカラスマが空気読めないから。いや、音羽の風花がね、政治に怒りまくってるから、でも火もどんどん消えていって、今ビシャビシャでドロドロっていう。ね。2世紀に及ぶ隔離は誰にとっても辛いもの。でももう大丈夫です。これからは私たちみんなの助けが得られるのですから。私も先生に会えて嬉しいよ。あ、またズルをしようとしてる。でもエイダーナさんの目ってもしかして手に入らないルートあるのかな？あるのかもしれないですね。なんかこれ見てるとなんかもしかするとって思ったんですけど。うん。でもやっぱあなた何を使ってるのって言われてもなんかどうせ全部何をしてもお見通しな気がするんですよね。そうですね。ユーエニアさん多分、とりあえず見てみますか。そうですね。はい。一方の先生からは水のエネルギーがほとばしってるみたいね。まさか恋愛してるとかじゃないよね。なあ、ずいぶん鋭いのね。いつからそんなにエネルギーの読みに長けるようになったのです？本当に恋してるの？その通りです。素敵マジで。何度も言ってますけど、別に恋してなくてもいいけど、しててもいいので、素敵。信じられない。誰と？なあ、ソウルメイトとなった対象は一人ではありませんわね。ポリアモリーの方かな、じゃあ、もしかして。そういうことなのでしょうか。どうなんだろう。歴代かもしれないけど、どうなんだろう。ほう。私は愛に開眼し、多くの恋の対象を得ました。つかの間に終わったものもあれば、ずっと続いているものもあります。今でも私は出会いを求め、水のエネルギーを解放し続けています。この宇宙に不変なものはないってのは本当なんだね。私の教えを今でも覚えているようですね。ところで、随分先生とは会ってなかったし、これから2世紀分の講義を受けなきゃいけないのかな？何をバカなことを。あなたはこれほど長きにわたって流刑に処されていたのですよ。今日はむしろ私があなたの話を聞くべきでしょう。200年間の孤独を生き延びた占い師の見解をぜひともお聞きしたいものです。
あ、それは、ちょっと予想してなかったな。てっきり私のことを恥じてるか、怒ってるものだとばかり。ああ、なるほど。それで呼べなかったのか。だからお姉ちゃんと一緒ですよね。お姉ちゃんを巻き込みたくないし、先生のことも巻き込みたくないっていう。だって2人の前では真実を言いたくなるから。そうですね。ってことかな。最初はそうだったかもしれません。しかし私はもうあなたが数百年前に知っていた魔女ではありません。いえ、あらゆるものはもはやあなたが覚えている形では存在していないと言ってよいでしょう。それはなんだか悲しいな。でも確かに親友と会っている時でもどこか前と同じではないなって感じてた。あなたを失ったことで皆が変わったのです。大事な教え子をいきなり失った私は自分の存在意義と目的に疑問を持つこととなりました。先生、今日はあなたの話を聞くために来ました。あなたが流刑で経験したことを話してごらんなさい。そんなに話すことないかなってちょっと壁とおしゃべりしてろよと同じことを言うんじゃないよって感じですけど、そっか、トナカイさん、トナカイなんですかね。鹿だと角違うでしたっけ？角がちょっと、まあヘラジカとかトナカイだと、性別に関わらずね、大きな角を持っているはずなので、はい。の可能性はありますね。はい。ただどうなんでしょうね。あんまりなんか強がったことを言うのもなんかユーエニアさんに対してはなんか違うような気がするんですけど。てか、そもそも流刑で強くなったわけじゃない。そうですね。もともと強かったから。そう。流刑で傷ついて呼び出したエイブラマーさんが、カードをと一緒にカードを作ったっていう起点がいるので、そう。だからその流刑のおかげでここで瞑想してたから悟りましたじゃないのでそうですね。多分これから先フォルトゥーナさんどんなに幸せなまあどっちにしたってあれか不死性を捨てるので、寿命が来るなりなんなりすると思うんですけれど、多分永遠にここで200年一人でいたっていう孤独は傷として残り続けるとは思う。だって想像もつかないので、そうですね。だから傷はまあ一生やっぱ言えないっていうことですよね。この傷は一生言えないと思う。本当に辛かったの。こんなに辛い経験をしたことは今までなかった。誰とも話せず、しまいには幻覚を見始めて、フィクションや嗜好品や痛みすら使って、それを気をそらそうとした。でも隔離された状態でいると、どんな刺激にも鈍感になってしまう。記憶は曖昧になり、日々を区別する予定も出来事も何もない。終わりのない日々で、でもどんな日々だったかろくに覚えてない。残ったのは今後背負っていかなければならないこの傷だけ。フォルトゥーナ、本当にかわいそうに。打ち明けてくれてありがとう。あなたが平穏を得られるように私が力を貸しますから。ありがとう。では、あなたが紹介したベヒモスについては知ってたのかいマジでだろうね。
マジお見で通しだろうとは思ってたけど、こんな自然な流れで出すで、マジしかもなんかか。選択肢全部一緒じゃないんですかこれ。全部一緒ですね。どうしてそれをって全部つながるんですよ。笑い事じゃないけど、バレてるよ。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 で、待って、でもそっか、待って、なんか死から教えられた禁忌を破りみたいなこと言ってたでしょ。なんか栄唱の時にまあベヒモスをだから呼び出すっていうことは当然ですけど、ユエニアさんがダメですよって、そんなのね、死刑か流刑になり、死刑じゃない、流刑になりますからね、絶対にやっちゃダメっすよみたいなことを。だから多分フォルトゥーナさんにそれを教えたのはユエニアさんですよね、おそらく。いやで、そうで、知らな、エイダーナさんかと思ってたんです。だから最初死っていうか、まあだからその長のこと言ってるのかなと思ってたんですけど、多分小生の時に何かしらこう、己のなりたい魔女としての姿になるっていう時に、おそらく導いてくれた人を死って呼ぶんだと思うんです。最初のそうですね。カイヤさんの死がフォルトゥーナさんだから。フォルトゥーナさんのように、そう、だから時心配しなくてもいいのよって言って部屋に入ってきてくださったユーエニアさんが、まあフォルトゥーナさんの死っていうことはだから裏切ったわけですよね。ですね。でもやっぱいやでも、私はルール守ってほしい派ではあるんですけど、たださすがにやっぱ誰とも話せないってなった時に、だからベヒモス召喚したら話し相手になってくれるじゃんっていうだけの動機で、私もやりかねないなって思ったけどちょっと待ってこれどれがいいどれがいいですかどうしてそれをまあどれでも片や同じな気もしないでもないですけど、ただどうしてそれを本当知ってんのかっていう話ではありますよね。なんで、だって他の人だって相当鋭い、まあエイダーナは見破ってましたっけ？どうでしたっけ？でも相当鋭い人たち、さっきのだから彼女でサイプレッソさんでさえ見破ってなかったじゃないですか、ベヒモスのこと。だって知ってたら絶対言ってくるでしょ。だから優秀だとか知識量でサイプレッソさんを上回る人っていないって説明されてたから、なんかそういうのじゃないですよね、多分。どうしよう、釜かけかな。釜かけの可能性はあるのかな。まあそれかその使徒のなんかこう契約っていうか、なんかこうなんか心がなんかこうつながれててってことはあり得るのかもしれないですけど、まあでも別になんかベヒモスについて何かしらこう問題として思ってるわけではなさそうで、ちょっと面白いですね。でしかも水の力を解放してるって言ってたと思うんですけど、タロットでも水のカップには感情とか愛とかが相当するので、それを解放して恋愛を楽しんでいるっていうのは、なるほどなって、正しいっていうかタロットのエレメント通りだなっていうふうには思ってました。そうですね。っていうことなんですけど、ただなんでバレてるんでございますか？まあみんなの意見を代弁しましょうか。そうですね。どうしてそれを。フォルトゥーナ、禁忌の栄唱をあなたに教えたのは私ですよ。その私が気づかないわけがないでしょう。そっか。デイブ・ラマーさんを呼ぶ呪文ってそもそもユエリアさんが教えたのか。でしょうね。教えなければ呼べないはずなんですけど、これあれですよ。ネタ子を起こすから性教育するなとはまた別のあれですよ。性教育はしなきゃダメだし、ブラック差別とかがあることも知るべきですけど、禁忌の栄唱はさすがに教えなければ実行しないので、確かにそれは一番下のあれはあり得る。けど、謝った方がいいのかな。でも実際、でもそうだな、子供みたいに、でもまあ、子供みたいにというか、まあだからこう八つ当たりでもない。
なんで教えたのっていう目的も気になりますし、うん。でもなんだろうな、一応今までは、申し訳ない、本当はしたくなかったけどしてしまったっていう、うん。一番上の藁にもすがる思いでやっちゃったっていう感じでやってきたのうで、ん。そうするべきなのか、まあ、相手が相手で教えてきた相手なので、まあ、一番下で言っても、まあ、不思議ではない。ただ真ん中自体は、まあ、後悔はしてなさそうですけど、うん。でも真ん中を答えるのはちょっと多分、うん。やばそう。そうですね。やばそう。うん。ひえ。だから、どうして英詞を教えたのか聞いてみますか、エイブラマーさんの。まあ、そうですね。まあ、私が気づかないわけがないでしょうへの返答は一番上かもしれないですけど、そうですね。まず、なんで教えたのかっていう狙いは確かに知りたい。そもそも、どうして私にあの英書を教えたの？落ち着きなさい。あなたは何も間違ったことをしていません。私があれを教えたのには理由があります。使うべきではないものを教えるなど、死としてありえないことですから。私がやがてベヒモスを召喚すると分かってたってこと？あなたにその選択肢を与えたいと思っていました。魔法条約に違反する選択肢を？そうです。良いですか？法というのは共同体の中での約束事であり、何が正しく、何が間違っているかを広範囲に定義するものです。しかし、あらゆる状況で妥当性を発揮する法というのは基本的に存在しません。それは正しいです。まあ、それはそうだけど、平和憲法は基本的あらゆる状況で妥当性を発揮してほしい。平和憲法に関平和まあ、憲法というか、平和の理念がありとあらゆる方向で、有効なのであって、それを規定する方は、まあ、各ですね、それぞれの状況で発揮されるべきではありますね。はい。そうか、人間が決めてることですからね、余計に、まあ、その時その時に変わっていくのではあるか。だから国際法では当然戦争ってそもそも犯罪行為なので、国家犯罪なので、今も明示的に禁止されてるんですけど、まあそれを無視する人たちがいるというだけの話なんですよね。はい。まあそれはね。なんで無視して許されるんですか、あの人たちは。ダメでしょ。まあ彼らの方がやっぱり、なんていうか、いろんな、彼らの国内の状況では正しいというふうにされているんでしょうけれども、やっぱり、こういうね、視点で考えたときに、あらゆる状況で妥当性を発揮しているものとは言えないからですよね。だから普遍性の原則に欠けてるからだと思いますね。はい。なるほど。はい。さらに言えば、私たちの多くは、同意すらしていない規則を押し付けられてもいます。確かに。実際、私は召喚によって命を救われたと思う。いずれこの日が来ることは分かっていました。あなたが禁忌の詩を唱え、独り立ちする時が。もはや、あなたは私の弟子ではなく、私はあなたの師ではありません。寂しくない？それはそれで。それは寂しいですよね。そんななんか子供扱いとかではないと思いますね。そうですね。ただ、フォルトゥーナさんは多分子供扱いをずっとパトリスさんにされてきてるから、それが嫌なんだと思うんですけど、でもなんか、下を答えるのはやっぱなんか違いますよね。そうですね。ユエニーさんは誠実に話してくれてる気がするので、はい。そうですね。やっぱ、パトリスさんとユエニアさんには多分永遠にフォルトゥーナさんかなわないんだろうなって思いましたね、今。
そう言われると、なんか寂しいな。私もです。でも、これからは肩の力を抜いて、より良い関係を築けることでしょう。私たちは友となり、お互いに助け合う関係になれます。私があなたを頼ることもあるでしょう。他の友達と同じように先生を使うなんて、なんか、変な感じ。そう言われると、確かに。フォルトゥーナ、私はあなたを誇りに思います。そんな風に言われると泣いちゃうよ。あなたの鋼鉄の鎧も称賛には弱いということですか？だってこの数世紀辛かったから。ええ、分かっています。そういえばこれも驚いたのですが、なぜ政治の世界に足を踏み入れたのです？いや、上じゃなくない？上ではないですね。別にパトリスさんに引き込まれたわけではない。ない。ない。まあ、っていうか、政治の世界に、政治の世界を政治家になるとか、なんか、なんとか町で働く、霞が関で働くとかってなると、なるのを指すならあれですけど、でも基本的に我々政治の世界で生きてるので、そうですね。全員。だからみんなでより良い世界を作る手助けをしないといけないので。はい。でしょ？で、だからエイダーナさんへの八つ当たりはあるでしょうけど、あの人が残したものが全部悪かというと多分そうじゃないんですよ。そうですね。今後変えていかなきゃいけない課題を示して、旅立ったということだと思うので、我々はだってより良い世界を作るとしたい。ですね。でも手助けではないですよね。一人一人がやらないといけないことだけど、まあ今回はだからより良い世界を作るためにダリアを手助けしているっていう感覚かな？ですね。はい。より良い世界を作る手助けをしたいから。あら、それは意外ですね。どういう意味それ？ああ、ごめんなさい。もちろん良いことなのですよ。でも、あなたはいつだって自分を中心に考える子だったから、200年の孤独があなたを変えたことに驚いたのです。これ、あれか、選択肢が自分を選んだからなのかな？どうなんだろう？かもしれない。最初の選択肢で自分中心的なことを言ってますからね。でも、やっぱ、自分軸じゃないと他のことができないので、だから自分自身を大事にしてるから他のことなんてどうでもいいっていう使い方なら間違ってるんですよね。自分本位っていう感じか、自分軸って違うので、違うと思うので。ついに自分が嫌いになったってことかもね。だとしても、それは一時的なものでしょう。私が力になれることはありますか？やったやったありがとう。でもシールの魔女はどうしようかな。シールの魔女さんはもうカイヤさんだいぶ説得したから言ってくださったので、でダリアさんも追加で言ってもらってるし、ユエニアさんは学者でしょう、どう考えても。そうですね、多分動きづらいのは学者だと思うんですよね。でユーエニアさんがいるなんて貴重なことですよって言ってたでしょ、確か、冒頭のイベントで。だからユーエニアさんが、
死になるというか、うんうん、調整をサポートしてうん導いてうん死になるってすごい貴重なことってすごく多分ユーエニアさんなんかだから敬意を集めている何かしら思い、多分、まあだから尊敬を集めてる魔女うんの一人なんでしょうね、特に。なんでしょううね。ん。でやっぱ鹿とかもそうですけどやっぱ角がその神聖なうん。ものみたいな扱いを受けるので、もし鹿じゃなくてトナカイだとしてもうん。やっぱなんかそれのイメージというか、うん。日本も一応ねなんか髪の毛に魔力が宿るって言われてたりするので、うんそれと似たような感覚かもしれないので、そうですね、ユエニアさん学者たちをねちょっとがっつりダリアさんの良さをお教えくださると助かる。はい。ね、パトリスさんもねやってくれたので多少動いてたけど、これでもっとガッと取れるといいですね。はい。学者たちに私たちのことを推薦してくれる？喜んで。どうもありがとう。さて、もう待つのも限界です。その凄さは古文の中でも急速に話題になっていますから。あなたの新しいデッキを私に見せて。いえ、体験させてください。まあ、これはでも言うべきですよね。さっきの。言うべきですね。はい。真摯に対応したい。はい。てか古文で急速に話題になってるってことはやっぱフォルトゥーナさんに権力が集まりかけてるから、やっぱリーダーに立候補しなくて逆に良かったです。怖いですもん。やっぱなんか同じエイナーだと同じ神聖さで誰かを導くってやっぱ私嫌です。占い師としてもやっぱ人間、子としても嫌です。やっぱ預言者ってだから預言者頼みになっちゃうでしょ。まあそうですね。だから結局、多分フォルテューナリーダーのルートはあると思うんですけど、やっぱり最悪の場合ですけど、エイダーナと同じ、だから預言者政治になってた可能性ありますよね。やっぱフォルトゥーナさんが望まなくても、周りの魔女たちがそういう風になっちゃうのであれば、変わらないので、とは思う。もちろんフォルトゥーナさんはしっかり導けるかもしれないですけど、もっと適性がある人がいるっていう。でもこのゲーム本当にいろんなルートがありますね。そうですね。最初にこのデッキの本質について警告させて。どういうことです？ちょっと前にエイダーナの遺体がここに来て、なぜ私を流刑にしたかを説明した。彼女は誰よりも早く気づいていたの。私がしていることは占いじゃないって。私は未知の出来事を読んでいるのではなく、書いているのだと。私は未来だけでなく、過去に起きていないことまで作り出すことができるの。つまり、現実を改変するってこと。さっきのクオリネさんでしたっけ、と、なんか対照的ですね。現実を変えられない人と現実を変えてしまう。そうですね。そこは不思議だな。対象になってるんでしょうね。いや、フォルトゥーナが立候補してダリア・ジャスミンと争うルートもあります。でしょうね。でしょうね。まあもしかしたらそっちが王道なのかもしれないけど、私たちとしての考えとしてはやっぱり預言者にするのはちょっとっていう感じなので、そうですね、やっぱ民主主義者でいきましょうね。そう。はい。だとやっぱダリアさんの公約が全然間違ってなかったので、そうですね。ダリアさんがなんか変なこと言ってんだったらちょっとあれだなと思ったけど、全然ね、民主化するっていうね、スマットなことを言ってるルートなので。だったので、そう、乗っかっちゃったっていうところはありますけど、やっぱ無駄にだって同じ多分マニフェスト掲げて出ちゃったらお互いに票食い合うから、結局、第三者が漁夫乗り得ちゃうわけなので、だからやっぱ同じようなことを言うのであれば、ね、
っては思いましたけど、まあでも、まあいろんなルートがある。本当になんか、ね、本当にデトロイト・ビカム・ヒューマンみたいに、いろんなルートがあるから、無数のルートがあるゲでも本当にームなので。そうね、自分の力とか選択肢とか決断で運命を紡いでるっていうのを体験させてくるゲームだなって言って、すごく今、震えてますね、やっぱり。すごいな、このゲーム。エイダーナは、物事を見通す力に優れていました。誰よりもあなたのそばにいて、その成長を見ていた自分が気づけなかったことを情けなく思います。もっと早く知っていれば、あなたをより良い方向に導かたものを。あなたの教えは完璧だったよ。それに、この力の本質を知らなかった時の方が幸せだった。あ、では、古文の崩壊を予言したあれは？私が古文の破滅を引き寄せた。なるほど。それも私が政治の世界に足を踏み入れた理由の一つかな。少しでも悲劇を和らげるために。それを知っても私の新しい出来を体験したい？ええ。本当に？これはあなたを育てた私の責任でもありましょう。それでも何を聞くかは慎重に考えて。私はカードを解釈できるけど、どのカードを引くかまでは決められないから。わかりました。じゃあ、深呼吸して。どんな未来を変えたい？この聞き方がね、どんな未来を変えたい？何を聞きたいじゃなくて、何が変えたい未来がありますかって聞いてくるのが。未来ではありません。私の理解が正しければ、私たちは実際には起きなかったことも変えられるのですよね。そうだね。過去を消去することはできないけど、新しく編み直すことはできる。私たちの記憶が曖昧な時期は特にね。印象的な出来事が特になかった時間なんかを承知しました。では、私たちの楽しい記憶と意義ある教訓を含む出来事を書いてください。それは予想してなかった要望ね。どうしてそう思ったの？後悔から？それとも失望から？エイダーナにあなたを奪われたとき、私はいろいろと考えました。奪われた？ちょっと待って、爆弾発言をここでしないで。奪われた？でもそういう認知なんじゃないですか。だって彼女が師匠で師として同居してたのか分かんないけども、やった時にいきなりエイダーナが、いやこいつの能力は危険じゃみたいなことを言って流刑にしたんですよね、フォルトゥーナさんを。自分の予言能力に基づいて破滅をもたらすからっていう理由で。逆っていうか、はい、フォルトゥーナさんの力に気づいてて、はい、まだ無理やり古文に引き入れたとかじゃないですか。それはユエニアさんがってことですか？ユエニアさんが育ててたフォルトゥーナさんを、エイダーナさんが、自分の古文に引き抜いたみたいな。だから奪われ、
ああ、そういうことなのかな。でもそうじゃん。なんか私はなんか普通に流刑にされたことをそう表現、思ってるのかなと思ったんですけど。まあでもどっちにしたってなんか嫌だな。どっちにしろエイダーナがクソだということはよくわかるんですけど。いやまあ、あの人なんで、なんかもうちょっと、いやでもエピソードを見たとしても多分、己を殺しすぎているし、神の言うことは絶対って感じなので、いや神の言うことが絶対なわけがないですよ。変なこと言ってきたら殴り返さないといけないので、はい、うるせえ何言っとんじゃいって言わないといけないので。ね。そして、あなたにもっと優しくて、もっと共に楽しい時間を過ごすべきだったと思ったのです。そして今、あなたにそれを修正する力があることを知りました。ですから、後付けであったとしても、私があなたにとってより良い死であったことにしてもらいたいのです。そんなことしなくてもいい死だよ。なんか切ないですね。なんか切ないですね。すごい、なんか、まあ、すごいエゴイスティックではありますけど、やっぱ、これが生きてる証拠だと思うんですよね。そうですね。わかった。私がデッキをシャッフルしている間、自分の自尊心と他者を思いやる感情に意識を集中させて。だって結局、ユーエニアさんにとっては、ゴッツ・ウィル・ビー・ウォッチング。月石のセイダー、悟りの門を開く。宇宙の探索者は文明の意志を担う。宇宙飛行士の正気の頃は目的と発見を生み出し、過剰の土のエネルギーが不動性を生む。導き発見なので、はい、で、幸福でしょ？そうですね。正当性。決意。いやでも、なんだろうな。多分、やっぱ、ユーエニアさんとしては、やっぱりもっとちゃんとしっかり守ってあげたかったんだろうなとは思うんですけど、逆に、ユーエニアさんは、今まで、フォルトゥーナさんと過ごしてきた日々を否定してるようにも見える。ちょっと思っちゃいますよね。今で十分ですよ。でもやっぱ、フォルトゥーナさんはそう思ってても、ユーエニアさんはやっぱりもっと何かあなたにしてあげたかったっていう気持ちがあるんでしょうね。苦しみがある。辛いな。ちょっとこれは辛い占いになっちゃいましたけど、これ思い出か。だからあなたを消成させましたでしょ。でしょうね。まあ、このカード優しいので大丈夫だと思うんですけど、思い出で。はい。私にとって最も良い思い出の一つは、あなたと一緒に地球で私が生まれた場所を訪れたことで、私たちは最終的にバルセロナでカクテルをこれでもかというぐらい飲むことになった。そんな選択肢あるんだ。私が初めてマルガリータピザを作ってあげた時に、あなたの耳が激しく動いた様子を覚えている。好き。こういう愛好き。あなたに連れられて鹿の民の領域にある美しい谷でキャンプをした時間は最高だった。本当に平和な時間だった。ちょっと待って、選択肢的にはこれも好きなんですけど、鹿の民の話ができるのって大事。なんかちょっとやっぱ鹿の民からの指示欲しいってなるんですけど、でもなんか割とね、なんか昨日何食べただったり、つくたべであったりもそうなんですけど、なんかこう、マイノリティを描く作品で、なんか食事物ばっかりっていう話があるんですけど、ただ個人的には食事って生きることと同義。そうですね。食べるは生きるだと思うんです。だから私が作ったピザを食べて、あなたがこういう顔をしたとか、あなたがこういうことを言ってくれたっていうのってすごく大事な思い出だと思うんです。食べるって生きるだから、その食卓は辛い食卓もあるので、全てがいい思い出ではないということは前提ですね。食卓が苦痛だった方がいらっしゃるのはもちろん
分かってるんですけど、うんやっぱ私にとってやっぱ食事というものが占める大きさというか、うんやっぱ大切な方と囲む食事っていうのがすごく美味しくて楽しくてうんうんっていうのが分かるので、なんかやっぱちょっとこれエアーがあるから好きですって言ってるわけじゃないんですけどうんでもこれすごく素敵じゃないですか。私これめちゃめちゃ好きなんですよ。そうですね。ううんん。これを選びます烏丸さんか？どうですか？いや、私も同意見だし、まあね、やっぱりこういうカクテルとかね、そういうピザとか、なんか具体的なこういう思い出の方がいいような気がします。うん、まあ、鹿の民のキャンプも悪くはないけど、はい。だけど多分これ1対1ですよね、多そう分。ですね。2人の思い出っていうことだから余計に、ですからね。うん。って思うんですよ。うん。いや、全部、いや、ね、ベロンベロンになるまで飲むっていうのも面白いですし、うん。まあ、生まれた、フォルトゥーナさんのルーツを死と一緒に辿るっていうのもすごい思い出でしょうけど、なんかやっぱ個人的にはこれがうん。好きです。はい。私が初めてマルガリータピザを作ってあげたときに、あなたの耳が激しく動いた様子を覚えてる。私の耳がうん。私の訓練が始まって、まだ数ヶ月しか経ってなかった頃だったと思う。だんだんこちらの生活にも慣れてきたから、受け入れてくれてお礼をしたいと思って。それで、ピザは好きかって聞いたら、あなたは、ピザとは何です？そうそう。寿命もなく、これだけ長く生きてるのに、ピザを知らないだなんて、信じられなかった。あなただって、鹿の民の食事については何も知らないでしょうに。それはそうだけど、当時はピザのない生活なんて想像もできなかったから。まあ、3人の思い出の食事って言ったらピザですからね。ですね。パトリスさんとエヴァさんと。だから、私はあなたのために簡単なピザを焼いてあげた。思い出すだけで、口の中が唾液で溢れそうになります。そして、最初の一切れを口に入れたとき、あなたの目は大きく見開かれ、耳が上下に激しく動き始めた。ピザが食べたくなってきました。もう何世紀も食べていません。今度私がここに来るときは、ピザを作ってください。わかった。約束ね。すごく不思議です。すべては、あなたがたった今、カードを使って書いたことだと分かっているのに、詳細まで含めて、すべてがありありと思い出されます。そっか、そうだよね。架空の思い出そうです。架空の思い出なのなんだで。でもなんかでも、なんかエモいって言葉で片付けたくないぐらい何か感じる。匂いや空気感、味わった様々な感覚。私も不思議だよね。すぐにこの新しい現実を受け入れちゃった。でもこれは幻覚ではなくて、現実に私たちが体験したこと、実際に起きたことなのよ。なんと見事な力でしょう。私たちのためにこのような貴重な思い出を作ってくれたこと、感謝します。なんか、苦しいな。古文魔法の郵便局は情報の流れを操り、ハーピーは正義を体現し目的をもたらす。エーテルの翼アルカナを誰もが視認可能なものに変える。指導、目的、正義、宿命、運。指導入ってるんだ、このカード。さっきも導きかなんかってあったと思うんですよね。さっきそうのですね。なんかやっぱ、
で、アルカナを誰もが視認可能なものへ変えるとかなので、なんか、やっぱ修行とか教えを授ける中で、フォルトゥーナさんが、そういうふうにいろんな理由を知りましたとか、で古文に属した時にフォルトゥーナさんが困ることのないようにいろんなものを授けた、知恵を授けたっていうところだったりするのかな。で、教えだから、正しくありなさい、古文の正義でありなさいとか、あなたは自分の使い魔であり4元素に同時に働きかける触媒となるオーパールのリスの召喚方法を私に教えてくれた。オーパールなんだ。あなたは私が自分の夢から魔力を収穫できるように夢の魔術を教えた。くださいって思うけどでもどっちがいいだろうな。多分どっちかあれだし、多分これどっちかを得られる選択肢だと思うんです。そうですね。もしかしたら4元素に働きかけるオパールリスか、夢の魔術を教えてもらえるかもしれないですよね、これ選んだら。ですね。寝てた時にいつもなんかカードが出るので、って言ってもでももうサイクルの中で無駄に寝ることができないんだよな。でもオパールのリスみたいリスがみたい絶対綺麗ですよ。オパール有色効果がある。あとオパールって2種類あって、コモンオパールっていうそれただその色だけのもの単白なんですけど、そんな感じのこうピンクオパールっていうのがそのピンクなだけのマットではないな、一色だけの石で、別のオパールとかってなってくるとなんか透明感があったり、有色効果って言って虹色とかのいろんな色が見えるオパールがあるんですよね。それによって分かれてるんですけど、どっちのだから有色効果のあるこうキラキラのオパールなのか、一色だけのモンオパールのリスなのかってちょっと気になるけど、4元素だからいろんな色が見える有色効果のあるオパールかなっていう気がしますけどね。有色オパールが見れることを期待して選んでみます、ですね。ハーピー確か使い魔なので、だから使い魔かと思ったのでこっちかな。つうかエアーをください。今後何があってもいいように、エアーをください。あなたは自分の使い魔であり、4元素に同時に働きかける触媒となるオパールのリスの召喚方法を私に教えてくれた。そうでした。どうしてまだ召喚していないのです？特に使い道がなかったからかな。流刑にされてる間は正直元素とかどうでもいいと思ってたから。なんですって？でも4元素によって世界は構成されるでしょ？分かってる。そっか、思い出した。あれですよね、あそこの本、4元素に関する本の作者ってユエニアさんですよね。ですよね。私たちインタラティブフィクションの時に学習ってあるじゃないですか。あれも一緒に読んだけど、あれの作者ってユエニアじゃなかったですか？そっか、出てないとかふざけたこと抜かしててすみませんでした。いや、私もだから忘れてたんですよ、正直。だいぶ前に読んだので、4元素についての記述、そうですよね。そうだ。で、チャット欄の預言者が教えてくださってる。なるほど。っていうことは、基本的な基本元素についての本を書けるレベルの魔女なんですね、ユエニアさんは。そうでしょうね。全然。多分すごく、位が高い。だから、エメラルドだとしても、翡翠だとしても、その権力者が身につけるにふさわしいってされるもので、でもエメラルドね、なんか翡
火属性らしいんですよね。面白いですよね。ああ、緑なのにそれでさっきと思うんなんですけどか火の話してたのかな。もともと火属性が強い人だったのかな。まあよくは。そう、ただね、火って言われるけど、まあでもいろんな、正直なんか、どっちかっていうとなんか樹木のイメージがあるので、まあ緑なのでね。けど、そう、火属性とされるところがあるんですよ。不思議と思って。まあでもエメラルド本当に綺麗だな。エメラルドなら。ああ、いいこと思いつきました。あなたのデッキの力を今見せてもらったわけですが、カードはソフィアとアルカナとエネルギーのシンボルによって構成されている。そうですね。なんでそこまでお見通しなんですか？怖い。あ、まあでも、実際そうなのか。アルカナは確かに使うので、シンボルってことはまあタロットに使う。アルカナは使うし。ああ、そうか、なるほどな。その通り。さすがの洞察力ね。では、あなたのそのデッキに役立つ形で使い回しを紹介しましょう。いいんですか？このように。おーかわいいオパールのリス、新しいシンボル。エウエニアの使い魔。可愛らしい外見だが魔法の4元素に同時に接続できる力を持っている。エネルギーコストがやべえな。全エネルギー使うんですね。でも2222なんで優しいっちゃ優しいんですよ。そうですね。全体数は多いけど。で、多分これだから上級シンボル。上級シンボルなのかな。はい。かわいいどこがオパールなのかだけ教えてほしいけど。どこら辺にオパールのこれは違う気がするけど、何なんだろう。コモンオパールかな。いや、まあでも、なるほどな。でもかわいいかわいいですね。嬉しいですね。いや、よかった、カードのシンボルになってって。はい。欲しかった。はい。強いけどね、それぞれの元素に優しいという。そうですね。オパールのリスは4つの元素に同時に働きかけることができます。よって、どんなアルカナに対しても強い力を発揮するでしょう。カードを作るのが楽しみだな。どうもありがとう。絵には読みません。それで、私の力についてどう思った？エイダーナがあなたを恐れ、古いデッキを取り上げた理由がわかりました。でも、私は恐れていません。私はエイダーナと違い、あなたのことを知っていますから。エイダーナは大きな過ちを犯しました。エイダーナがあなたに真実を伝えていたら、あなたはその力を慎重に扱っていたでしょう。そこに、私は一片の疑いも持ちません。我々も持ちません。ね。はい。生命の流刑に処するなど、むしろ危険です。あなたの精神は蝕まれ、そして、錯乱した魔女が現実を変える力を持っているなど、考えただけでも恐ろしいことです。まあ、そうですね。結局のところ、フォルトゥーナさんを苦しめて、あそこまで追い詰めたのはやっぱりエイダーナさんなので、そうですね。それはやっぱりどう考えても対処法として間違ってますよね。それは本当にそう。いや、なんか、ね、ユーエニアさんはやっぱり、まあだからそのいざという時、大事な弟子を守るために教えたのかもしれない。でしかもエイブラマーって名前まで知ってるじゃん。まあそれそうか。なんかでも過去に何かありました？もしかして。あなたエイブラマーさんと。まあ召喚呪文を知ってるってことは何かあったんでしょうかね。というか面識はありそうですよね。普通に。なんかここまで来るともうユーエニアさんが何してても不思議じゃないですか。
何でもお見通し系のうん。師匠はやっぱ強いな。はい。ねえ、あなたにエイブラマンを召喚する名称を教えておいてよかった。エイブラマンのこと知ってるの？私の死は彼と会ったことがあり、私は死である彼女から近畿の死やエイブラマンに関する様々な話を聞きました。ああ、ユーニーさんのさらに師匠が知ってたん。ってことは、あの人か。一回だけ名前が出てきた、エイブラマーさんと仲の良かった、そうですね。愛し合ってた魔女。魔女ですね、おそらく。そうないんか、うことだったのか。グロリア、そうそう。ごめんなさい、名前がいつも出てこなくて。いや、本当預言者が名前をね、予知してくれるおかげで助かってます。やっぱちょっとね、やっぱキャラが多いですからね。そう。でもいい意味でですよ。こんなにキャラクターたくさん出てきて、こんなにボリュームあるなんてありがたいすぎますよね。そうですね。すごいゲームだな。私自身は召喚することはありませんでしたが。残念じゃなくて、やっぱちょっとそこ聞きたい。上が聞きたいですよね。聞きましょう。ねえ、あなたの先生とエイブラマーについてもっと聞かせて。私の死はシュメール人の魔女で変身の魔術の使い手でした。彼女は私たちの古文の創設者の一人でしたが、仲間の魔女の一人がこの時間軸自体を危険にさらす盟約を結んだためにエイブラマーを追放せざるを得なかったようです。死は多くを語りたがりませんでした。この出来事は死の心に傷を残し、変身術にも影響を及ぼし、さらには仲間の魔女を存在ごと抹消せざるを得なかったからです。そして、エイブラマーは再び近畿の死の鎖によって拘束されました。そのことは彼もよく思ってなかったよ。そうでしょう。死も申し訳なく思っていました。しかし危険の大きさを考えると、他に方法はなかったのです。辛いなぁ。辛いなぁ。なんか、ね、多分エイブラマーさんとこのお師匠様のお師匠様が幸せに暮らせていたら、多分近畿なんて存在しなかったはずなんですよ。だから結局、昔だから同性愛を許さなかった排除したから、今幸せじゃないんですよ。やっぱだから禁じられたっていうのはクソ広告のあれなのでダメなんですけど、やっぱそういう風な変遷というか、まあすでにある絆とか概念を否定するときってやっぱちょっと考えた方がいい。差別とかは別ですね。差別とか悪は否定していいんですけど、やっぱそういう自分とは違う何か、まあ自分とは違うけども本質的には本当は同じですよ。けどそういうふうに違うと感じる何かを排除するっていうことがどれだけ暴力的なものかっていうことはちょっと考えないとダメだなって思う。はい。なんか、いずれにせよ、死はエイブラマーと過ごした時間のことを楽しそうに話していました。私は自分に彼を召喚する機会がなかったことを少し悲しく思います。あなたは彼をどう思っていますか？おっとまあ、4はないとしても、道具はまあ、信用はまだわかんないですよ。だって何考えてるかわかんないので。そうなんですよね。なんか好きな気持ちと嫌いな気持ちが混在しているというのは確かにそうなんだけど、いやまあ個人的にはエイブラマーさんすごい好きなんだけど、でもフォルテューナさんの気持ちを考えるとやっぱりベタに好きっていうのはちょっと違う気がするんだよな。まあなんかでも
人間らしいですよね。逆に、好きだし、嫌いだし、好きだし嫌いっていう感情がぐちゃぐちゃに混ざってるのが、なんか人間っていうか生き物の良さだと思ってるんですけど、命の恩人って言ってたけど、正直でも、フォルトゥーナさんの命の恩人かって言われるとそうじゃない気がする。なんか預言者が一番上を選んだって言ってる。じゃあ違う選択肢選んどきますか？エイブラマールート行くか。エイブラマーさんすねるかな？どうなんだろう。いやー、まあいいんじゃないですか。だって実際こっちとニットさんが私は妥当だと思っていて、好きな気持ちと嫌いな気持ちが混在しているという。まあそうですね。ただ気持ちって普遍じゃないので、今好き嫌い混ざってるけど、今後どうなるかわかんないので、全然それでいいんじゃないかと思います。好きな気持ちと嫌いな気持ちが混在してる。それは最高の感情ではありませんか？なんで？ある存在によって自らの感情がかき乱される。生きる実感を得ているということではありませんか？なんか同じこと言ってる。いや、私も本当にそう思いました。全部が好きってやっぱ、二次元ではありえますよ。だってそのキャラクターの表も裏も全部読者、が知れるから、プレイヤーが知れるから、全部そこまで含めて好きってなるけど、現実にいる人間相手には、いろいろ混ざるでしょ。引きこもごも愛憎入り混じりみたいな感じですけど、愛憎までなってくるとちょっとあれですけど、でもあいつのこういうところはね直してほしいけど大好きだよとかってあるので、なんかすごく今ユーエニアさんの言ってること最高の感情っていうまさかの評価。いや私はそう思ってたけど、まさかユーエニアさんも同じこと言ってくれるんだなと思ってびっくりしちゃった。そんなんじゃないよ。ヘイブラマーはいろいろ助けてくれるけど、いつも私に干渉してくる。よろしくない思考を私の頭に植え付けながら。良いではありませんか。常に試練を与えてくれる相棒というわけですね。よくないでしょう。実はあなたに渡したいものがあるのです。私の領域はあなたの創造物のための強力な場所になると思います。4元素が集まる場所ですからね。最初に出てきたあのシーンか。ユーエニアの工房、フォルトゥーナの死の工房であり、ユーエニアはここで宇宙の魔法を教えている。めっちゃ協力そう。ちょっとめっちゃ喜んじゃった。しかもなんか実績解除されましたね。そうですね。一瞬なんだろう、師匠からのカードをもらうっていうことなのか。ちょっとじゃあリスちゃんとこれで何か作りたいな。あとアルカナくれませんか、師匠。全部師匠で構成するからさ。はい。受け取っておきましょう。ね。はあ。これは確かに役に立ちそう。それに私が魔女として育った場所を象徴するカードを持てるなんて嬉しい。フォルトゥーナ。ありがとう、ユーニエニャ。噛んだ。一番大事なとこでお名前を噛んですみません、本当に。本当に。ではティータイムは終わりとしましょう。選挙の幸運を祈っていますよ。あなたの手で世界を変えるのです。また来てね。お姉ちゃんおかえり。おかえりなさい。おっと
ちょっとなんかいきなり報告が始まったので、すいません。ここだけ読ませてください。そうですね。はい。ジャスミンに関する悪い知らせがある。彼女は学者たちに資金を提供して、私たちがみんなでエイダーナを吸収した場合、どれだけの力を得られるかを研究させてるんだ。これダメじゃないん買ですか？収じゃないですか？ちょっと。ちょっと学者、せっかくパトリスさん言ってくれ、あ、でもあれですね。今これからまあそのユエニアさんが働きかけてくれるはするだろうけど、ちょっと待って、ね、ジャスミンさんそれダメでしょ。その結果は驚くばかりだ。で、学者ってやっぱそうでしょうね。っていうか投票予測全古文全体でこうなっちゃったの。ちょっとやばくない？やばいですね。何か選択肢ミスりました？いや、そんなことないはずなんだけど。あ、待って、しかも待って、翡翠の今、あれが来てますね、そうですね。確か翡翠ってジャスミンの死じゃなかったっけ？カードになんか、スフィアのところになんか、翡翠のうんたらの時にジャスミンの死がうんたらかんたらだった気がするんですけど、違ったかな？別のカードだったかな。でもなんで一気に 83% もなったの？学者が全部動いたとしてもおかしくない？おかしいですね。他の層も全部動いてますよね。てか、資金、研究、ダメじゃない？いや、わかんないけど。でもやっぱ、でも結局でもその学者たちも投票権持ってるならやっぱ買収でしょ。あんたのチームに入ってなかったら、私も彼女に投票してただろうってぐらいにね。でもこのまま引き下がるわけにはいかない。反撃を考えよう。素晴らしい知らせが入ってきたよ。ユーエニアが学者グループとの魔女とはちょっとあんたを推してるみたいだ。そしてうちの古文では身内の意見がかなり響くみたいだね。でもちょっとしか変わってない。でもよかった。でもよかった。あんたの先生に俺を言っておいてよ。どうなってんの？なんか最近ビジョンが見えるんだけど。より多くの魔女を招き入れるってビジョンで他の魔女たちにも見えてるみたいだ。それがすごくいいんだ。新しい風が入ってたくさんの新しいことが学べて共有できて、だから今じゃエイダーナの餌を散布してより多くの女たちを魔女に従ってる。おお、クリエルさん多分クリエルの力だと思う。これフォルトゥーナさんか。私がカードを読んでより多くの魔女を招く未来のビジョンを見せるように促したから。なんだって？大衆洗脳じゃないか。やばそう言われると言い返せない。確かに。まあでもプロパガンダ合戦。買収はしてないぞ。でも体験を提供するのと資金を提供するのと話が違うくないですか？そうですね。向こうの方がやばいことやってるので。と思いますけどね。いや、そうだった。サイプレスさんがゼロになってる。そうですね。だから今回の動きで全てをジャスミンに吸収されてしまったので、こうなっちゃったってことか。サイプレスさんを推してた預言者とか学者がみんなこっちに来たっていうことかですかね。ユーエニアさんとクリエルさんのおかげで動いたのかな？はい。洗脳じゃないよ。なんていうか、プロパガンダ？プロパガンダですね。スマホ農場から流すぜ。いや、我々はしないけど。なんでもいいよ。やるじゃん。いやー、すごい。新入り、もう100%。
おー、そしこれでてもカイヤさんたちのおかげですよ。ありがとう。でもカイヤさんまだ生産者今説得してるけど、ちょっしてるとからどのぐらい動くかですよね。ていうかジャスミンさんの動きが、てかサイプレッサさんが全然動いてないのはもしかして選挙あの対話がうまくいったからですか？かもしれないですね。で、戦士は相変わらずダリア支持で固まっており、はい探検家がちょっとまあジャスミン側に動いたのかな、少し。で、学者、サイプレッサさん学なら者、全部動いたんですね、多分。学者や学者すごい。やった。だいぶ動いてんだ。じゃあそのユーエニアさんの説得だったのちょっとだったって言ってたけど、学者の中で見たらめっちゃ影響を及ぼしてるから、多分生産者とかのところがひどかったってことですね。だから奪われた数が。そうですね。はい。で預言者も取られてると。そうですね。サイプレッサ分が全部ジャスミンに乗った感じですね。はい。多分あれですよね。だからやっぱエイダーナの遺体を食べて強くなって、いろんな予言ができるようになると、さらに権力を増すことができるでしょ、自分が。っていう、まあやっぱ権力社会的な感じなのかな。嫌だな。でもジャスミンさんか、悪い人じゃないんだけど、なんでそんなことしたの？いや、ということで、大変長い時間になってしまいましたが、全然まだ終わらないじゃん、クライマックスということで、コズミックオイルシスターフード第7回、いかがでしたでしょうか。いや、なんかとんでもないことになってきましたね。選挙なんか逆転に次ぐ逆転で、まあ今のところ我々が勝っているけど、はい、社会民主主義者としてあるまじきことに、一番支持を得るべき生産者からすごく嫌われているという、なんとも、やばい。赤色を掲げてバンコクの労働者を団結せよって言わないといけないじゃないですか、これ。いや、そんなんありという。しかも手段が選挙買収というですね。そう。まあ、こっちもね、大衆洗脳って言われちゃったけど、まあでも、それでも、ビジョンを見せる、やっぱ体験を提供するのと、金を出すのやっぱ全然違うので、ちょっと失望しちゃったな。何も考えてないんでしょうけど。はい。まあこの世界には確かに公職選挙法というものが存在しないので、おそらくまあね、犯罪にはならないんでしょうけど、でも最終局面までこんなことされるってなるとね、本当予測不可能ですね。ということで、まあなるべく我々ね、ジャスミンさんの上を行けって生産者をなんとかできるように、次回も頑張ってまいりたいと思います。はい。はい。頑張ります。ということで、本日も大変長い時間配信お付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございます。はい。引き続き署名とかね、ご協力、高評価、チャンネル登録等も、ぜひともよろしくお願いいたします。お願いいたしますね。シスターフッド、ね、まあ、あと、まあ、全体ですね、広がっていけばいいなと思います。はい。ということで、皆様、ご視聴ありがとうございました。おやすみなさいませ。お疲らすでした。ありがとうございました。お疲らすでした。おやすみなさいませ。ありがとうございます。お疲らすでした。お疲らすです。